こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい日本人がなかなか誰も行かないのにコスパ最強のリゾートがあるスリランカの旅をお届けいたします。みんなが大好きなハワイやヨーロッパの物価が高すぎて楽しみづらくなっている今、物価も気にせず心の底から思いっきり楽しめるハワイやヨーロッパを超えるリゾートを見つけてしまいました。教えたくない、いやでもこっそり教えたい、そんな一生に一度は行くべき大人の穴場旅行先スペシャル動画になります。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。スリランカ民主社会主義共和国はインド洋に浮かぶ美しい島国で豊かな歴史と文化を持つ魅力的な国。スリランカは面積約6万5610平方キロメートルで北海道の約 0.8 倍の広さを持ちます。首都はスリ・ジャヤワルダナプラコッテで最大の商業都市はコロンボです。人口は約2200万人で公用語はシンハラ語とタミル語で英語も広く使用されています。宗教は仏教徒が多数を占め、ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教も信仰されています。スリランカの歴史は紀元前5世紀に遡り、インドからの移住者によってシンハラ王朝が築かれました。16世紀以降、ポルトガル、オランダ、イギリスといった欧州列強の植民地支配を受け、1948年にイギリス連邦内の自治領として独立を果たし、1978年にはスリランカ民主社会主義共和国となりました。スリランカのビーチリゾートは美しい白砂のビーチと透明度の高い海、豊かな自然が魅力。しかも高級リゾートでも宿泊費は1泊数千円からとコスパ抜群。東南アジアよりも落ち着いた雰囲気で非日常の癒しをリーズナブルに満喫できます。穴場感たっぷりのビーチ天国です。スリランカのグルメは多彩なスパイスと新鮮な食材を活用した独特な味わいが特徴です。シーフードも美味しいです。紅茶文化でセイロンティーも有名です。スリランカへのアクセスは成田国際空港からバンダラナイケ国際空港へのフライトが運航されています。フライト時間は約9時間。またシンガポールやクアラルンプールなどを経由するルートもあります。スリランカ内はタクシー、トゥクトゥクはもちろん鉄道旅もリーズナブルで楽しいです。それではまだ知られざるコスパ最強リゾートを一緒に楽しみましょう。スリランカの旅に行く前は14日間のロイヤルカリビアンのクルーズ旅を楽しみました。こちらの動画も別動画でお届けしておりますので、ぜひご覧くださいませ。最高な旅でしたよ。大ヒット中でございます。はい、僕は今からね、シンガポールのチャンギ国際空港からマレーシア航空を使ってコロンボまで行きます。クアラルンプール経由ですね。で、大体シンガポールからそのコロンボまで経由便で2万8000円ぐらいで行くことができました。スリランカに入るにはビザがいるので、あらかじめ取得しました。 ETA っていうものですね。で、これなんか50ドルとか60ドルいるみたいなこと結構サイトで書いてるんですけど、公式サイトでやったら無料でできるんでご注意ください。結構なんかその代行で取ってあげるから50ドル取るみたいなのが結構多くてですね。はい、でマレーシアエアラインは、ワンワールドグループに入ってたんで JAL のカードを見せたらプライオリティの対応してくれました。もちろんその JAL グローバルクラブに入ってる場合ですけどね、ラウンジも使えるみたいですね。ありがたいですね。さあ、出発までちょっと時間があるんでラウンジの方行きましょうかね。ちょっとこのチャンギ国際空港がおしゃれになりすぎて逆にちょっと動線が分かりにくいっていうね、欠点があるような気がします。ゲートのこともどこに載ってんねや。ゲートの一覧みたいなどこにあるねん。とりあえずラウンジ探すか。ラウンジに乗ってそう。全部ね、入国審査ももう一瞬ですね。顔認証でも一瞬で終わるんで全然時間もかからない。あ、やっとあった。これを探してたんや。僕はスリランカに行くんですけど、途中クアラルンプール経由ですね。19時半か、あれか。E の27。あMH0616 あれやな。E の27。いいのにじゃん、こっから上か。ラウンジがこっちですね。とりあえずラウンジ行きましょう。
はい、ここにラウンジがいろいろあるみたいですけど、僕はこのサッツプレミアラウンジですね。こっちに来ます。ここのラウンジでちょっと過ごします。言ってももうそんな時間ないですけどね。20分ぐらい過ごせたらいいぐらい。リザベーションズオンリーって書いてるから大丈夫かな。いろいろ食べれそうですね。チキンと。ああ、今日食べたやつだな。ここで食べれるの。ああ、カレーとか。チャーハンとかも食べれるし、サラダとかも食べれます。パンとかもありますね。リンゴもある。で、もちろんビールとか飲めますね。シャンパンも飲める。お酒もあります。こんな感じでワインもありますね。やばい、今6時24分で6時半到着だのにあと7分かかるとこにあるって。入ってる。やばい、超早歩きで行く。空港が広すぎるんよ。半端ない。間に合ったようですね。さあ、スリランカに向けてまずはクアラルンプールに出発します。ワンワールドなんですね、マレーシア航空は。さあ、一旦マレーシアでございます。一旦クアラルンプールで向かいます。はい、トランジットでコロンボまで行くんですけど、どれだ ?9 時半だったかな。今が8時半、10時半か。コロンボ、あった10時35分ですね。G2、MH0179、合ってるかな ?MH079、79合ってるね。ゴールデンラウンジが使えるって書いてるんですけど、どこにゴールデンラウンジなんかあんねん。プラザプレミアムラウンジとかそんなんしかないですね。あ、ここにマップある。ラウンジ。書いてないね。もう G2 を通ってからあるのかな。アワラウンジって書いてるから、そう、マレーシア航空のラウンジっぽいんですよね。よくわからんから、プライオリティパスでここ使うか。なんか聞いたら下にあるって言ってますね。どこにあんの？なんか ATM のところがどうのこうのって言ってたような気もするな。ここじゃないよ。いや、ここでもないな。なんか降りて ATM のところって言ったから ATM あるやんけどな。そんなことしてる間にどんどん時間なくなるやん。どこにあんねん。わけわからん。こっち側やな、降りて。誰かに聞くしかない。その方が早い。表示では全くわからん。こっちか。マネーエクスチェンジがあるところの先って言ってるじゃん。あ、書いてる。ゴールデンラウンジ。あ、ここか。あった。ゴールデンラウンジ。お金変えといた方がええんかな。現地着いて帰れるよな。時間的にちょっとどうなのかわからんですけどね。おー、すごい広い。いい感じですね。今日はここで夜ご飯食べることになりそうかな。リンゴとかもあるし、フルーツもありますね。野菜もある。結構いろんなメニューありますね。で、コーラとかはありますけど、ビールとかないんかな。こういう、うまそう。これうまそうや、肉。いや、これすごい濃い。これも濃い。
なんかフォーみたいなのを作ってくれるんや。カリーラクサチキンヌードルスープとかうまそうやな。それ食べようかな。チキンヌードルスープ、いや、いただきます。うまそう。はい、無事に保安検査とかも全部終わって、あとはフライトを待つだけかな。Good evening. Thank you. 楽しみです。初めてのスリランカ。窓側じゃないかもしれんな。窓側指定するの忘れてたな。なんかえらい前の席になりましたね。ビジネスクラスのちょうど真後ろ、席広い。でも窓側じゃないんですけど、多分いないと思うんですよね。いなかったら窓側に移動したいと思います。さあ、機内食、サラダとドレッシング。おなんか羽田君に行っちゃう。遠慮してめっちゃ羽田結構入ってます。フィッシュとチキンがつく。フィッシュにしました。フィッシュのカレーが。何このさ、大キュウリみたいな。ズッキーニあれ美味しくない。いただきます。カレーはうまい。結構辛めやけど。独特。インドカレーともまた違う。カレーを食べた上でこのサラダがうまいっちゃう。これはそうです。カレーうまい。これなんなんナン。おー、ナンや。ナンもついてきた。ナンで。カレーは鉄板っすね。これはナイス。インドジュースにしました。ビールが良かったわ。パイナップルかと思ったら、芋のスイーツだ。ちょっと甘くて。さあ、初のスリランカ到着です。気温は26度。外は雨が降ってるような感じです。空港もスリランカ感があるな。想像してたよりも結構綺麗な空港ですね。今もう深夜の23時58分ですね。日付が変わろうとしてるんですけど、こっから両替とかタクシーとかね、タクシーはグラブタクシーは使えそうなんですけど、ちょっと両替がこの時間できんのかっていうのはすげえ心配です。なんか像があります。SIM カードも買えるんですね。僕は今回 au 世界契約でもう繋いじゃってます。こっちでいいんかな。はい、今イミグレが終わりました。割とすぐでしたね。5分ぐらいで終わりました。自動化ゲートにはなってないんで最高にスムーズではないですけど、深夜だったんで多分人が少なかったですかね。特に何を聞かれることもなく無言で観光してくれました。今のところはまだカオスな感じとかが全くないですね。素晴らしいです。綺麗ですね。荷物は出てきてるかな。なんか荷物のねリストのところに僕が乗ってる便が表示されてなくて聞いたんですけどよくわからんくて、なんか指だけ刺されました。どこなんやろ。あ、これか1番。こっちか。合ってるわほんまに。だんだんカオスな感じになってきたぞ。なんでこんな入り組んだところに1番あれん。しかも1番が一番遠いやんけ。来たー、これか。MH179。さあ荷物降りてきましたね。僕の荷物降りてこないぞ。ロストバゲージしてへんやろな。頼むで。ロイヤルカリビアンのねクルーズ旅を終えてそのままスリランカにね来てるんで、プライオリティのステッカー貼ってもらったのに全然来おへんや。ありました。よかったよかった。
さあここから出たいと思います。今のところ日本人の方は全く見かけないですね。日本人もねちょこちょこ行ってる感じは X とかインスタを見てる限りではいるんですけど、何これ、何待ち？おいおいおい、ここまでめっちゃスムーズやったのに何この最後の行列、何待ち？何やねん、別になんか待ってるわけでもなかったやん、立ち話してるだけでしょ。ここ通ったらええだけやんけ。ややこしいな。なんかスムーズでしたね。さあ順調に出れました。実際15分ぐらい出れたんじゃないかな。あ、しかもいきなり両替所あるじゃないですか。現金変えとくか。キャッシングもできるかな。今もう12時15分なんですけど、ちゃんとエクスチェンジもあるし、エクスチェンジが多すぎてどこがいいんかもわからん。どこのレートがいいんやろう。これもうこの時点でなんか難しいな。同じやな。ちゃんと伏見の会社もいっぱいあるから苦労しなさそうですね。なんかツアー会社もあるし ATM でキャッシングしたんや。ありましたありました ATM。 どれがいいんやろな。めっちゃ勧誘されたし、お金下ろしたらすぐタクシーやぞみたいな。スリランカの単位は、ルピーみたいですね。 1.92 やから大体半分したらいいって感じか。例えばスリランカルピーで200って言ってたら大体日本円にすると100円ちょいぐらいな感じ。どれぐらい下ろしてたらいいかな。で1週間いるんでね、日本円で言うと3万円分ぐらい下ろしとったら物価が安いって聞いてるんでいけるかな。57,559。はい、それでは行ってみましょう。さすがにここで吸い込まれんでしょ。イングリッシュいけます。あとはわけわからん暗証番号を入れろ。カードウィズドローある。クレジットカード6万とかいきますか。これでんかな。6万 5% なんか日本にすると3万円ぐらいですよっていうのちゃんと出てくれてるな。いったか。あ、いったっぽい。来た来た、ゲットしました。これで今回合流したいと思います。はい、めちゃくちゃスムーズですね。何のトラブルもなく、お金の問題も荷物の問題も解決しました。で次はタクシーですね。タクシーはなんかグラブで行けるって言ってるんで、今日宿泊するホテルに、グラブで行きたいと思います。で心配なんが今もう0時21分なんで、そのグラブでホテルに着いた時に日をまたいでるので勝手にホテルのなんか予約がキャンセルになってないかっていうところはちょっと不安ですけども、はい、今回ねグランベルホテルコロンボっていうところにホテル取ってるんですけど、大体車で45分もかかるみたいですね。でここ結構評価高かったんですけど、1泊8000円台ぐらいで4つ星ホテルに泊まることができます。めっちゃいいっすよ。安い。しかもオーシャンビューなんでね楽しみです。ちょっと天気がね今日明日はあんまりよろしくなさそうなんですけど、ホテルもいろいろと点々としたいと思います。めっちゃタクシー勧誘されますが動じないです。グランドホテルコロンボが出てこない。なぜかグランベルホテルが出ないぞ。僕が今グラブ読んでる横でずっと僕が間違えた時にもタクシー使ってもらおうとずっと待ち構えてます。だってなんで出てこへんのグランベルホテル。なんか知らんすけどめっちゃ集まってきてる。俺自分でちゃんとタクシー取るからな。なんかめっちゃ集まってきてるで。あ、来ましたね。グラブじゃなくてウーバーが出ますね。ウーバーだったら5033なんで2600円ぐらいで行ってくれますね。これでもねちょっと高いらしくて、もっと安いやつがこのピックミーっていうねアプリがいいらしいんですけど、ちょっとこれ僕登録できませんでした。なのでもうウーバーで行きます。こっちの方がいいな。安い方がいいな。ジップで行きます。ジップだったら2000円ぐらい行きます。さあ来た。来ますね。プリウスが来ます。なんかいろいろ案内してくれるって言ってるな。オッケーオッケー。サンキュー。ガイドしますよがめっちゃ多い。でタクシー頼んだらもうなんかめっちゃ電話かかってきてるし、電話ででもわからんからな。908到着しましたで来てる。早っ。ものの30秒ぐらいで到着した。どれやあれや。9081プリウスどこや。プリウス9081。こんなん見つけるのこんなんやな。どこ多すぎてわからん。Taxi? No, already. Uber. Uber. どこや前にしかし勧誘は多いな。なんかちょっと勧誘多いけど嫌な、なんか悪質っぽい勧誘感はないですね。めっちゃ前におるやん。
あれかな、もうすでに止めてる。あ、これやこれ。あ、already Uber OK OK よかったよOK OK Thank you Ini pin number dah? Pin number? ピンナンバー Oh, pin number. 2855 2855. Okay. OK 今のところ聞いてた通り治安もそこまで悪くなさそうですね。なんとなく空気感でわかります。純粋に観光を営業してくるみたいな感じですね。今ずっと運転手が彼女みたいにちょっと電話してました。こんな夜中にも普通に電話するんですね。道路は比較的綺麗ですね。道も綺麗なんで料金所みたいなとこもあるんですね。もうなんかめっちゃ雨降ってきたな。今はいいっすけどね。あさっての海行くときに晴れてほしい。だいぶ近づいてきましたね。この空港からちょっと進んだ感じですね。車の事情は一緒か。日本と左走って右ハンドルの車なんで、なんかぼーっとしてると日本を走ってるかのような錯覚に陥りません。今の日本のなんかローカル走ってるような感じします。野犬がいる。おお、野犬野犬引かれたんじゃん。めっちゃ追いかけてきてる。野犬まだ野犬をめっちゃ野犬追いかけてきてる。怖っ。めっちゃ雨降ってきたな。おお、あれは日本の軽自動車かな。軽自動車も流通してるんや、スリランカに。トゥクトゥクみたいなの見るな。軽自動車じゃないか、あれ。パッソか。っていうか、運転手なんか眠たくなってねえか。なんかさっきから反応がめっちゃ遅くなってる。ここでバックすんの？どういうことこれ。まっすぐ行けんのマジで。合ってるこれ。やばい感じするけど、大丈夫なのかな。逆走してないこれ。カオスな感じ出てきたな。結構工事してるな。なんか運転手眠そうやぞ。さっきも野犬引いた気がするしな。何あれ、ヒッチハイクしてんの？ヒッチハイクしてる人がいるんか。夜はなんかあんまり出歩くとよろしくなさそうですね。野犬怖いし。もうだいぶ近づいてきたな。もう少な。あと30秒ぐらい着きそう。雨も止んだな。しかしこの時間にホテル着いた。飲み物とかもコンビニとかもないんか。銀行はあるけど、近くになんか店とかありそうにないな。なんか変な道通ってんな。なんでこんな道通ってんの。結構この辺にはね、シェラトンとかもあるし、僕が明日泊まるのはコートヤードですね。コートヤードも結構安いんすよ。なんか街っぽいな。コンビニもあるんか。じゃあ明日はちょっとこの辺散策して、また雨降ってきて、今から降りるのに。来たこれやな。来た。着いた。OK、Thank you。俺はどっからチェックインしたらいいんよ。2個もめっちゃ暗い。ワン OK めっちゃ暗い。何これ。全暗すぎてちゃんとこれ映るんだ。カフェみたいのがあって奥にレセプションがある。ドリンク欲しい。よし、あ、ここですね。308。ここ入っていきたいと思います。違う？間違えた。
308やんの。なんで308やんの。入られへんよ。なんでなんちょっと一旦戻るか。なんやねん、ホテルの入り口まで閉店。ダメや、もう一回寄りに行こう。No Red light? red light 308, right? 308 Floor? もう一回カードを作ってもらいました。どういうことやねん。もうそういうのってほんま。夜中の1時半から早く寝たいね。Sorry, the floor selected is a restricted floor. 三菱製のエレベーターですね。さあもう一回気を取り直して間違いなく308ですよね。来ます。来たこれが当たり前なんですよ。はい、それでは部屋の方を取っていきたいと思います。8000円台で取った部屋ですね。はい、いきなりいい感じじゃないですか。浴槽あるやん。すげえ。浴槽あってトイレも清潔そう。そしてこの奥、はい、こんな感じですね。シャワーがあって、なんか音鳴り出したぞ。あ、さあテニスなんか見ねえ。一旦消します。めっちゃ良さそうですね。洗面台もねこんな感じでめっちゃいい感じ。スケスケですけど一人なんで別に全く問題ない。ロールスクリーンも下ろせるんでね。ドライヤーもゴールデンドライヤーついてます。メーカー名は載ってません。わかりません。で鏡がねこうあって、はい、つけられる限りライトをつけてみたんですけど、上のファンもどこで回すんか分かりません。こんな感じになってますね。広々キングサイズのベッドで、おしゃれな感じですね。でなんとここでも寝れるやん。ソファーもこんなスリランカでも健在なんですね。ちゃんとここでも寝れるやんサイズになってます。そして仕事するにもねちっちゃいデスクがあってありがたいですね。素晴らしい。それで枕元にはベッドサイドにはおしゃれに言うとコンセントとか USB もあります。はい、その下にセキュリティボックスもあります。僕は信用してません。はい、そしてこちら側にもコンセントと USB 一つですねあります。と電話があります。でここにもライトあるんですけど、ここはちょっとなんかいろいろ触ったけどつきませんでした。謎です。でクッションがあって、外がね今真夜中でよく見えないですけど、多分これ明日めっちゃいい景色に見れると思うので、明日それはそれ撮りたいと思う。明日のお楽しみですね。でテレビ大型、結構大型ですね。50型ぐらい、42か50ぐらいありますね。はい、そして、下にはちゃんと水もある。よかった。飲み物なかったらどうしようと思ってたんですけど、水もちゃんとあります。こんな感じでコーヒーとか水もあります。こちら側には透明タイプの冷蔵庫がありますね。はい、そしてケトルもあります。メーカーは分かりません。こちらはランドリーバッグあります。いや十分ですね。評価高いの分かりますね。綺麗。お風呂も入れるのもいい。優秀っすね。これで水が綺麗やったらいいですけど、水はどうかな。ちょっと出してみますか。ちゃんと透明な水も出てますね。いい感じ。はい、それでは今回はねここで一泊して、明日はコートヤードバイマリオットコロンボに行きたいと思います。ここ2泊でもよかったんですけどね、どうせならやっぱりいろんなホテル見たいなということで移動することにしました。はい、今気がついたグッドポイントですけど、TOTOのウォシュレットが使われていますね。トイレなんかリモコンは初めて見るタイプですけど、しかもちゃんと蓋も開く。素晴らしい。はい、あとね僕この部屋8000円台って言いましたけど、これ1人で泊まっても2人で泊まっても同じ値段だったと思います。だから2人でもし泊まったらここ1人4000円台で泊まれてるんですよ。めっちゃ得じゃないですか。こんな綺麗なホテル4000円台とかコスパ最高すぎるでしょね。素晴らしい。しかもオーシャンビュー、明日楽しみ。景色なんか縦線が入ってるけど YouTube も一応見ることができます。ということはモーリーチャンネルを見ることができるっていうことですね。肩あんまよろしくないですね。テレビはなんか壊れかけてるし、モーリーチャンネルって出てくるやん候補に。でもこれだと僕が出てこないと思うよな。出てきた。モーリーチャンネル出てきたぞ。来た。モーリーチャンネル見れるやん。
なんとこのスリランカでも見れちゃう。めっちゃ音悪いけどな。あ、いいね。あ、なんか色も変。嬉しいですね。傷跡残しとこう。爪痕か。傷跡残したらあかんな。こんにちは、モーリーです。旅は超投資ということで、一度は行ってほしい。気になるインターネット速度も悪くないですね。65メガ。でもちょっと不安定なんで、何回も読み直すと30代になったりとか20代になったりとか60代になったりみたいな、なんかバラバラっすね。まあでもまあ20以上あるんで普通に作業はできるんじゃないかなって感じです。おはようございます。なんと朝起きて外を見るとめちゃくちゃ美しい。おお、最高ですね。こちらはねサンセット側なんで、サンセットが結構綺麗に見えそうですね。ただ今日はここは出ないといけないんで、サンセットはこの部屋から見れないですね。おお、すごい。6時13分でこんな感じ。美しいですね。明るくなってから来てみるとね、素晴らしいですね。昨日は夜やったんで真っ暗でしたけど、賑わってるし、こういうカフェスペースなんかもあるんですね。円っていう日本のなんかエッセンスが入ってるとか。はい、こちらプールのフロアですね。おお、こんなプールもあったんや。めっちゃいいじゃないですか。おお、すげえ。これはいいですね。インフィニティプール。いや、ゆっくり泊まったここ利用したかったな。今回はね、本当にちょっと一泊だけで次のホテルに変わるんで、ここを利用することなかったですけど、いや、いいですね。ここもこんな感じでめっちゃ綺麗ですね。おお、そしてこの景色めっちゃいいじゃないですか。うわあ、あっちもなんか開発してるな。今いろいろ建設されてるな。なんか一時期リッツ・カールトンとかね JW マリオットもできるみたいな話があったんですけど、多分コロナで一旦中断になったのかまた再開してるんですかね。財政破綻にもね2022年になりましたので、その影響で一旦ストップみたいなことにもなったんでしょう。はい、上から見下ろすとね、なんかすごい洗練された部分とすごいなんかローカルな部分が見えますね。タワーみたいのもあるし、都会やな。結構ホテルとかもいっぱい見えますね。あれがシェラトンか。目の前にあるのがシェラトンですね。ちょっと足がゾクゾクっとするなここ。お、こんなバーもあったんや。昨日深夜に到着したからねあれでしたけど、ああ素晴らしい。こんなところもあるんですね。こんな日本食のレストランもあるんですね。すごい。開いてるんか。こんな感じですね。これがスパとかになるんですね。ああ、こんな感じ。フィットネスセンターもこっちにあったんや。ああ、そうか。キーをもう持ってないから見れんかったんや。しまったな。スパもなんか入れないですね。はい、今回はね朝食のプランにしてなかったんですけど、多分朝食を食べるんであればここですね。ああ、ここで朝食とかあったんでしょうね。綺麗ですね。なんか深夜に着いて泊まるだけだから安いところでいいわって取ったけど、全然ここのホテルで満足できそうな感じですね。朝食とか食べときゃよかったな。プールも利用してもよかったし。あ、フロントもこんな感じだったんですね。昨日夜中やったから全くこの感じも分かんなかったな。じゃあちょっと歩いていろいろ見てみましょうかね。今気温がね29度なんでギリギリ結構やっぱグラブの勧誘とか多いですね。グラブというかトゥクトゥクの勧誘が多いですね。歩いてるとめっちゃ勧誘されそう。おお、カラスとか。ビーチ沿いを歩いてることになるんですが、あんまり歩行者をこう歩く用のなんか道はなさそうな感じですね。で意外となんか密集してるっていうよりは一つ一つの店がなんか離れてるような
おお、おお、これがバス。なかなか廃墟みたいな感じ。空気はめっちゃ綺麗とは言えないですね。ビーチ沿いやけど若干やっぱり空気は濁ってる感じします。で車はやっぱトヨタとか日本車が多いですね。ダイハツとかもあるな。軽自動車も使ってるんですね。アルト800ってなってるから軽自動車の型だけど排気量が違うってやつかな。インドもね、スズキ車めっちゃ使われてますけど、このスリランカにも結構進出してるのかもしれないです。ホンダですね。これは何や、見たことないメーカーの車もありますね。ここ来たかったんや、カレーポット。ここうまいみたいなんですよ。辛いらしいですけどね。はい、ブレイクファストランチオープンって書いてるな。分かった。あ、しかもなんかカード使えるやん。ナイス。現金下ろしたけどな。ここ入るか。すげえ暗い。どうやって頼んだらメニュー。Menu. うん。 Rice and curry also. Rice and curry. Lunch. I'm Japanese. Yeah. Recommend. Fish. There are cuttlefish. Squid. Good. Then prawn. Fish. Chicken. Oh, This is all vegetable. okay, okay. They have. Most popular? Yeah. Whatever you want. Yeah, yeah. Okay, sir. Okay, okay. なんかよくわからんけど、多分全部の種類頼むみたいな、いろいろ入れてくれてる。OK。ちょっと多い。OK。You are doing YouTube? ん Doing YouTube? YouTube? Yeah. YouTube、YouTuber。Okay. いやいや、ちょっとずついただこう。いやいや。OK。これぐらいでいいかな。OK。OK。もう食べれんねん。OK。Finish。Finish。あ、OK。おすすめな入れて。えらいこと。あ、ワン。いや、魚もボリューム満点やな。飲み物飲みたいな。お酒がないんかな。ドリンク、オンリー。ノービア。なんかお酒は売ってないみたいですね。コーラいただこうかな。So you want beer? いや、ワンビール。ワン。うわ、うまそう。はい、なんか超もりもりセットプラスコーラと水ですね。なんかあとビールをなんか買ってきてくれるって言ってくれるんで、それは別料金かもしれないですけど、それ全部合わせて4500なんで、まあ日本円にすると2000円ぐらい。ちょっと高いんかな。まあでもこれぐらいもりもりしてるからな、ちょっと何やらわからんまま頼んだんで、もしかしたらぼったくられてる可能性もあります。これですね、2343円。まあドリンク代とか入れても2000円ぐらい。まあでも別に高くはないですね。一人で食べれるんかみたいな量ですけどね。なんとビールもね買ってきてくださいまして、それも含めて今回の値段ということでめちゃラッキー。まあそう考えると高くはないんかなって気がしますね。しかもクレジットカード払いもねできたんで、アメックスは使えなかったですけどビザは使いました。素晴らしいですね。で優しいですね、みんな。なんかすごい助けはいるかみたいな感じでね言ってめっちゃいろいろ聞いてくれます。はい、それではね緊張しますけどちょっといただきたいと思います。どれからいこうかな。なんか肉っぽいやつから。あ、その前にビールやな。朝ビール、朝っていうかまあもう12時ですけどね、12時半。じゃあいただきます。うまい。最高ですね。じゃあちょっといただきます。ちょっと心配ですけどめっちゃ辛いって聞いてるんで。確かに辛い。辛っ。ご飯うまっ。うわ辛っ。めっちゃ辛い。辛いけどなんか後味で美味しくなる。この野菜とかが緩和してくれる。この肉とかが辛いな。魚もうまい。うまいけど辛っ。
スリランカご飯うまいですね。なんかこの近くにねクレープの評価の高い店とかね、あとマッサージもめっちゃレベル高いとこあるんで、そこ行きたいなって今日は思ってるんですよ。ゆっくりね今回そうします。今までね僕の旅はもうなんかもう自分の体力限界まで行き尽くしてそういう表現をねしてきたんですけど、やっぱ僕もねもう今年46になるんで、もうちょっとね大人な旅をしていこうと思って、ちょっとゆったりめの日程で行くところもそんななんかめちゃくちゃ無理をしすぎないような行き方、それとまあ動画編集とかもしたいんで、ちょっと休みながらやるような旅にしていきたいと思います。その方が見てくださってる方もね自分より年齢上の方が多いですし、今までも僕のガンガン一日に行くみたいな旅はしんどい可能性があるんでね、最初の肉だけがなんかめっちゃ辛かったけど、あとは今のところ持ち帰りしてる人とか多いですね。エビいただこうか。やっぱりねちょっと値段とか気になってレビューとか見てみたんですけど、なんか肉と野菜数種類と卵焼きソフトドリンクで2500ラクサなんで、だいたい日本円にすると1200円ぐらいらしいんですよ。だから僕は多分普通のその2倍ぐらい持ってると思うんですよ。でもそれでも地元よりも高いということで、肉一つと野菜とご飯だけとかやったら500ラクサとかで食べれるみたいです。500から700なんで日本円にすると250円から350円みたいなね。だから僕はちょっと頼みすぎですね。ちょっと僕が何も知らないことをいいことにする、そして僕が何でもイエスイエスって言うからめっちゃ入れられました。高いやつばっかり入れられましたね多分ね。僕たちなんか会社とか仕事とかしてたら何でもかんでもねイエスイエス言いがちですけど、そうやったらねそういうイエスしか言わなかったら結局自分の思い通りの結果は得られない、そんなことを学ばせてくれるんですね。このねスリランカの旅はねまさに旅味ことして始まってますね。ちゃんと自分で主張していかないといけないですね。それがいる、それはいらないみたいなね。僕今日は言いなりになりました。奴隷です。これは何やろ、もう肉肉うまいな。肉がちょっと高めなんですよね。この魚とかも高そう。これだけで400円とかしない。魚もうまい。最初めっちゃ辛く感じたけど、なんかだんだん慣れてきて、なんか口はずっとなんかヒリヒリしますけどうまいです。ビールが合いすぎる。今気がついたけどみんな手で食べてるな。そうか、僕は食べ方は知らんな。手で食べてるわ。インド好きなんですね。インドとかも手で食べますもんね。いや僕もねいろいろこう YouTube でやってるといろいろマナーのことでコメントいただいたりするんですよ。例えば海外にいてパスタ食べる時にそのすすってることをね注意されたりとか、お箸の持ち方とかね。でもそしたらここも僕はこうやってフォークとスプーンで食べてると手で食べなさいと指摘食らうのかみたいな話と一緒で、僕の考え方としては別にそこら辺は好きな形でいいんじゃないかなと思ってます。だからちゃんとフォークとスプーンを僕には与えてくれたと思うんですよ、ここのお店の人がね。なんか現地に従いみたいな人もいますけど、そしたら僕たち日本に外国の方来られてお箸も使えないみたいな人が来た時に、例えば手で食べる文化の人が日本食を手で食べてて日本に来るなって思いますかっていう話ですよ。僕は思わないですね。それでもやっぱ来てくれてありがとうって思うし、そうありたいなと思うんで、なんかそういうことも学べますね。なんか僕たち日本人でルールとか厳しい人類だと思うんですけど、結構世界的に見るとすごい珍しいで、それがいいところでもあるんですけど、もうちょっとやっぱ柔軟に考えた方がいい部分もあったりとかするなっていうのはすごい思います。そうじゃないとやっぱみんな萎縮しちゃうんで、だから僕の英語もね全然できないからこういう風に言った方がいいみたいなね指摘をいただいたりしますけど、その指摘が怖くて誰かに何か言われるのが怖くて英語話すのをやめてしまったらそっちの方が使われ損したんでね、全然できない言葉でもコミュニケーション取ろうとね頑張る方がいいと思います。みんな手を洗ってからこう手で食べるんですね。でも結構みんなモリモリやけどな。いくらぐらい払ってんねや。いやー美味しかったですね。さあ次の場所行ってみましょう。タクシーの勧誘がすごい。From a good place. No. Thank you. バイタリティ素晴らしいですね。でも帰りはちょっと乗りたいな。行きはちょっと歩きたい。おー、カフェもあるな。こんなホテルもあるんや。結構古い。おー、すげえ。いいっすね、海沿いを走る電車って。
いやまだまだカオスやな。カーウォッシュとかニーズあるの？車を洗う文化はね、ある程度先進国じゃないとない気がしますけど、バスとかもかっこいいな。トゥクトゥクも多いな。おお、でも車きれいにしてるな。確かに洗ってる文化あるかもしれん。めっちゃ来るな。永遠に途切れん。熱っ。でもまだ29度っすけどね。おいおいおい、全然渡られへんやん。永久に来るやん。なんやのベンツの真似みたいな。おお、はいおい、これ永遠に渡られへんやん。ベトナム方式で行くしかないんか。これは渡れんわ。ここで渡ろう。あ、鈴木。ようやく渡れた。いやー元気やな。ダメあれ宝くじ。おお、これ日本みたい。中華料理屋さん。あんな電車沿いを歩く人もいるんですね。スリランカのね首都は有名ですよね。一番長い名前スリジャヤワルダナプラコッテですね。でこれはコロンボの南東約 10km に位置して1985年に首都機能が移されたと。でスリランカは正式名称をスリランカ民主社会主義共和国とし、インド洋に位置する熱帯の島国と、面積は約6万5610平方キロメートルで、人口は約2218万人ですね。結構住んでますね。で公用語はシンハラ語とタミル語で、英語も広く使用されていると。スリランカは多様な民族と宗教を持ち、主にシンハラ人 74.9% とタミル人で 15.3% が住んでいると。仏教が主な宗教であり、国全体に仏教人が点在していますと。歴史的には1975年にイギリスから独立し、2009年に長期の内戦が終結しましたと。現在は観光業や農業、特に紅茶ですね、有名ですよね。セイロンティーが重要な産業となっており、世界遺産も多く存在するということですね。まあまあ歩くな。マッサージ屋さん行きたいと思ったけど、こっからどれぐらい歩くんや。12分も歩くんか。あれ乗りたいな。あ、はい、連れてってもらうか。1 kilometer. いやいや。おお。100? OK OK OK。じゃあ乗ろう。マッサージ。マッサージ。いや、トニックウェルネス。OK。いやー、これ歩いたらしんどかった。ああ、バーガーキング。ただ俺でかい札しか持ってへんけど大丈夫な。おおこれ無理だね。この辺栄えてんの。Thank you。お釣りがないって言ってる。エクチェンジ。ベッドルあ、足りんってこと？あ135。なんて135、135。お釣り、No。ノーマネー。ああ、ノー。お釣りがないって言ってる。あるあるっすね。あ、ここで帰ろうって。このガソリンスタンドでエクスチェンジしろと。あ、エクスキューズミー。あ、こんなガソリンスタンド。忙しそうでなかなか対応してもらえない。なんで持ってへんねん。お釣り持っとけよ。なんで商売してんねん。あ、please exchange。いや。あ、サンキュー。変えてもらいました。まだない。もっと。言ってくれ。あるでしょ。あるやん。オッケー。あ、オッケー。オッケー。ちょっと多めにあげました。Thank you。拉致があかんのでね。この辺にあるんかな、マッサージ屋さん。マリノモールってショッピングモールがあって、この中に入ってるんかな。もしここ入ろうかな。ああ、めっちゃ涼しい。ああ、ちゃんとしたショッピングモールやな。急にいいものめっちゃ売ってるな。
服とかも売ってるし、入り口のところにマッサージのありましたね。ちょっとだけ確認してから行きましょう。ここめっちゃいいって書いてたんでね。しかも 20% オフやって、今の時間ラッキーアーリーバードプロモって書いて 20% オフ。フッドレッグマッサージ、肝皮セージ、どういうことや。お腹入って見てみるか。トニックウェルネス、ここですね。フットクリニックって書いてある。ちょっと聞いてみるか。ここは足専門やったみたいですね。トニックウェルネスは7階にあるって言ってます。上も安いかな。いやー、14日間のねロイヤルカリビアンのクルーズ旅を終えてここに来てるんで、結構ねなんか疲れも出てるんで、ここで癒しときたいですね。7階ってエレベーターないんかな。めっちゃ家具が売ってるんやな。こんなん買っても持って帰れへんしな。このソファーセットで13万4000円で7万円ぐらいですね。めっちゃいいじゃないですか。エレベーターありました。エレベーターで行きます。来た。ここは割引とかなさそうやな。ここはそんなにめっちゃ安いわけじゃないな。アジアントラディションストロングって書いてるけど、それで8746円で、まあまあ高めですけど、でもめっちゃいいって書いてあるな。カリフォルニアンクラシックとかいろいろあるな。これはちょっと受けてみたいな。今までで一番みたいなこと書いてたんでね、ああいうエレベーターを受けるのもいいと思うんですけど、この辺はエレベーターなさそうなんで、なんか宿に2週間ぐらい泊まってみたいなことが多かったんで、あえてちょっとマッサージ受けたいと思います。これにすることにしました。ピークはシグネチャーマッサージ、めっちゃ高いですけどね、これがめっちゃおすすめだということで奮発しています。宿とか安かったんでね、これ1万829円ですね。いや、ここで言うと3万円ぐらいのコース受ける感じなんじゃない、日本で言うと。ああ、ちょっとめっちゃ汗かいたから嬉しい。めっちゃ冷た。はあ、気持ちいい。キューカンバーって言ってた。キュウリ。うん、もう体に良さそう。楽しみやな。アメックス。いや、おっとけ。アメックスも使えそうです。素晴らしい。いつの間にか寝てしまって終わってました。過去最高レベルで気持ちよかったですね。これは受けてよかった。奮発してよかった。ちょっとねストロング強いのを希望してたんで、途中でいてみたいなね笑いのシーン撮れるかって思ってたけど、全然そんなうますぎた。普通に気持ちよかった。ジンジャーティーいただきます。めっちゃジンジャーティー。ちょうど喉も枯れてきてるからよかった。さあマッサージを終えて出てきました。今からクレープを食べに行く。Okay, Yes, I'm you. Wagen. Yeah. Thank you. めっちゃ羽が近くでくる。面白い。めっちゃアピールしてくるな。今からちょっと歩いてクレープ屋さんですねに行きたいと思います。普段クレープ屋さんなんか行かないですけど、なんかめっちゃ評価が高いクレープ屋さんなんでちょっと行っておきたいなと思います。で今時間が3時46分ですね。このスリランカと日本の時差は約3時間あります。このスリランカの方が3時間巻き戻るっていうことですね。だから今3時46分なんで6時46分が日本の時間ということになります。めっちゃ話しかけてくる。いやーほんまに貪欲なんやろな。さっきもねお釣りがないって言ってその人が財布出したの見たけど1000円ぐらいしか財布の中入ってなかったからな。だからそれぐらいやっぱ稼がないといけないみたいな感じで、僕みたいなやっぱ観光客を見るともう絶好の機会だと、数打ち当たるみたいな感じでね話しかけてくれると思います。で今ねこの歩いてるコロンボですね、スリランカの最大都市ですね。首都はねスリジャヤワルダナプラコッテが首都なんですけど、都市としてはここが一番栄えてる感じですね。まあ日本だとね首都と一番栄えてるところは一緒ですけども、タイとかでもね首都と発展してるところはまだ違ってたりとかすると思うんですよ。わお
めっちゃ詰めてくる。でこのスリランカに関してもコロンボが人口がなんと75万人ですね。都市圏では230万人、多民族多文化が共生していますと。コロンボは歴史的な港町であり、植民地時代の建造物や現代的な施設が混在していますと。また大学や国立美術館もあり、教育と文化の中心でもあるということですね。これ季節はどうなの？季節感はどうなってるんやろな。コロンボの気候は熱帯雨林気候に分類されて、年間を通して暑く湿度が高いですと。で寒気が12月から3月、温暖で平均気温は約30度、雪が4月から11月、今もそうですね。今10月29日なので、ギリギリ雨季ですね。特に5月から8月、10月から1月にかけてモンスーンにより激しい雨が降りますと。昨日の夜も降ってましたね。年間降水量は約2400ミリと。コロンボでは日中の気温は23度から32度の範囲で変動しますということでですね、今であればもう日本の方が暑いんじゃないかな。ここ曲がると良さそうやね。暑いですけどね、日本はもう今32度とかじゃ済まない暑さになってるんで、今やもうスリランカとかの方が快適に過ごせるんじゃないかなと思います。日差しは強いですけどね、熱中症になりそうな暑さまではいってないって感じですね。でコロンボのグルメなんかもちょっと調べてみます。寿司が楽しめるレストランとかもあるみたいですね。ドイツビール楽しめるレストランとかね。あと気になったのが給料ですね。スリランカの給料、いやいやこれ絶対通れへんみたいな感じで、スリランカの給料水準は比較的低く、平均月収は約2万ルピー、約2万円程度です。最低日給は500ルピーやから約350円スリランカルピーですね。一般的な事務職の月給は2万ルピーから始まり、工場現場のワーカーは3万ルピーほどですと。大卒の課長クラスでは10万ルピーに達することもあります。でも10万ルピーって言っても大体日本円で5万円ぐらいですか。そう考えると日本に比べてもまだその水準が低いなっていうのが分かりますね。いやさっきもねマッサージで行って1万円台払ったわけじゃないですか。1万800円ぐらいだったかな。それって相当高いと思うんですよ。ここの給与水準から考えても、僕らが、例えば平均が20万円として、それの1万円払うと5万円の平均で1万円払うのって4倍の開きがあるわけですよ。だから僕らが普通に4万円のマッサージを受けてるみたいな感じになると思うんですけど、受けてる人がいてスリランカ人でもまたなんかあさって予約したいみたいな感じで、見た目がもう経営者っぽかったんで、これかな。じゃあこれランドリーだった。ここもホットチョコレートが書いてるけど、これか、クレープランナー。ここっすね。ちょっと行ってみたいと思います。Very good. Good. あとね、ここの人多分英語喋ってくれるんですけど、正直全く聞き取れないです。何も通じないのと同じぐらい考えた方がいいです。僕は全く分かんないです。ちょっと入ってみます。Wow, most popular. Oh, strawberry. Strawberry. Nutella strawberry. Strawberry. Like Kit Kat, Nutella banana. Oh, number one. Number one popular. Nutella brownie Cadbury. どれこれか。B7? OK。どれがいいやろ。ヌテラ。What's that? OK。めっちゃ見られてる。Milkshake, mojito, cappuccino. マンゴーミルクシェイク結構高いね。1400と600 Okay. 1000円ぐらいですね。 OK。クレジットカード OK。 人数多すぎへん。日本やったら2人ぐらいでやるようなとこ4人ぐらいでやってる感じ。クレジットカードも使えそう。 YouTube チャンネル教えてくれと。でもほんまこれ YouTube って発音自体も全然違うんですよね。 YouTube チャンネルみたいな。いやさっきねマッサージ受けてめっちゃ健康的になったのに、次はクレープでめちゃめちゃチョコレート入って、しかもマンゴージュースかと思ったらマンゴーミルクシェイクなんで、めちゃめちゃ体に悪そうなやついただきます。これもいいでしょう。これもスリランカライフということでね、楽しみです。いやみんな本当に陽気ですね。陽気というか、こういうのはもう贅沢品なんでしょうね。ちょっと高いですもんね。さっきの給料水準考えると1000円払うわけですから、ちょっと高いですよね。日本でも1000円と安くはないですけどね。日本でいうと4倍したら4000円ぐらいのものを今から食べるみたいな感じかな。やっぱここに来る人は結構なんか経営者っぽい感じの風貌の人が多い。ちょっとマンゴーシェイク。うまい。
でめっちゃ甘い。カレーもめちゃくちゃ辛かったけど、これはちょっとクレープもめちゃくちゃ甘いんじゃないの。いただきます。もうチョコだらけやもん。でも評価高いからな。いや、うまいけどめちゃくちゃ甘い。これ水の方が良かった。水とか炭酸が良かった。こっちも甘い。これはやばい。まだクレープを買ってる人見てないからな。経営者の人はクレープ買うんか。これは毎日食べてたらもう糖尿病になるやつや。何が入ってんのやろ。チョコレート、キットカットとかも入ってるし、なんかバナナとかも入ってるし、間違いなくこの組み合わせはまずくなるわけがないやつなんですけど、コーヒーやったな。マンゴーミルクシェイクとかじゃない。今のところ全てがド級やな。カレーもド級に辛かったし、マッサージもド級にうまかったし、クレープもド級に甘い。そういう街なんか半端ない。まだ健康とか考えるような文化じゃないかもしれないですね。でもうまい。サクサクでクレープっていうか、なんかビックリマンチョコみたいな味やな。わかります？わかるやつをなんか捨てられてたやつあるじゃないですか、僕がそれ回収してウエハースいただいてましたけど、友達がねシールだけ取ってもなか捨てるんで、僕はもったいないって言って回収して毎日楽しみにだんだんしけっていくもなか食べてましたけど、その味っすね。そんなことも思い出させてくれるんですね。懐かしいな、ビックリマン。それにビックリマンやろ。すげえ。おお、波がすごいな。じゃあホテルに戻るか。交通量が多くなってきましたね。仕事終わりかな。駅にもめっちゃ人おるわ。しまったな。次のホテルにね荷物置きに行って、そこからまた戻ってきて夕日と電車を取れたらと思ってるんですけど、結構厳しいかもな。はい、今荷物受け取ったので、今トゥクトゥク呼んでます。トゥクトゥクの方がなんかこの時間混み合ってて早そうなんでね。レッドの7484。到着したとか言っとうの。どこや。あれかな。来た。あれやっぽいな。違うか。違うな。この後ろか。7484。あれ7777。全部同じような色して分からん。俺は戻るのめっちゃ時間かかりそう。7484。いや赤って書いてるけど緑やん。誰か乗るって。乗れるこれ。これは渋滞だ。はい、今日はコートヤードバイマリオット。コートヤードバイマリオット。Yes, sir. Yeah. Yes, come in. ありがてえ。荷物を運んでくれる。早く夕日の時間に間に合わないといけないからチェックインした。 Okay. Thank you. I go on first. Yeah. じゃあ世界と。ここもめちゃ安かったっす。12000ポイントとかでした。現金でも1万円台かな。で評価めちゃくちゃ高いんでいいホテルやと思います。なんか特典で5時半までね、なんかアフタヌーンティーできるみたいなんですけど、今5時もう7分で早く夕日取りに行きたいんで、それは見送りたいなというありがたいですね。暑かった。これは何やろ。すごいうまい。フルーツの味。いや広いっすね。すごいな。1万ポイントで泊まれるレベルのホテルとは思わない。日本のコートヤードだともうちょっとこじんまりしてる感じ。でかい。
広い、部屋も広そう。特にアップグレードしたとかなんかそういうことは聞けんかったけど、どうやんなろう。一応オーシャンビューにはしたつもりなんですけどね。じゃあこれ入っていっていきなりオーシャンビュー、そして広いベッド、めちゃくちゃいいですね。いや素晴らしいですね。でここでも寝れるやんソファーがなんかパワーアップしてる。先っちょが長い。ここでも寝れるやんソファーハイパー出てきましたね。ここに来てね、これ何人寝れるんですか。縦に2人とか3人いけるんじゃないのっていうぐらいの、ここでも寝れるやんソファーがあって、でかいテレビがあって、そしてふかふかのベッドがあって、その枕元はなんか金色の柱になってて、スポットライトとか電源とかね取れるようになっておりますね。そしてこちら側も反対側も同じように電気とか電源取れるようになってますが、 USB がありますね。そしてこれまたいい色のキャビンがありまして、でここ開けると水が4本も入ってます。めっちゃいいですね。はい、そしてここにはしまった、先に行ったところでもこの紅茶ね持って帰ったらよかった。セイロンティーや、よく見たらセイロンティーやん、プレミアムセイロン飲んだらよかった。で冷蔵庫何も入ってなくて、引き出しにはグラスとか、ありますね。素晴らしい。そして仕事ができそうなデスクがあって、そしてこっち持っていきましょう。こちら側なんと洗面台のところにクローゼットがあるみたいな仕様なんですよ。これ初めての仕様だな。クローゼットがあって、そこにはバスローブもあります。コートヤードでもバスローブあるんですね。そしてこの下セキュリティボックス、そしてドライヤーもありますね。ドライヤーは JVD っていうメーカーのやつですね。そしてここを開けると、ここアイロンまであります。ありがたいですね。そしてスリッパもあります。コートヤードのコロンボって書いたスリッパ、体重計もあります。測りたくない。そしてこちら、最近マリオット系こういったデザインの鏡とか多いと思うんですけど、こういうオープンタイプのものになってますね。そういうタオルとアメニティ、先ほどまで泊まってたホテルはね歯ブラシぐらいしかなかったんですけど、ちょっと増えてますね。アメニティボディーローションとか増えてますね。オキシゲンコレクションということで、これ一緒やな。向こうもそうだった。でここは開けられるようになってるな多分。こうオープンにできる。すごい完全にこうオープン仕様にできる感じですね。でコートヤードは湯船がないんですね。先ほどの泊まってたところはあったけど、ここは湯船がなくてシャワーだけですけど、まとまりはありますね。でトイレ、これ TOTO じゃないな、コーラーっていうものになってますね。以上です。安定感ありますね。夕日がね沈むまでにちょっともう一回夕日取りに行きたいです。すぐにトゥクトゥク呼びたいと思います。さあ早く来てくれ。さっきのホテルに戻ります。もういい映像を撮るぞ。普通はねそんな夕日のためにわざわざ戻ったりとか僕ないんですけど、あまりにもねあれがもう一生に二度と撮れないんじゃないかなっていうロケーションだったんで、これはもうちょっと行きたいと思いますが、早く来い。なかなか捕まらんぞタクシーが。あと10分しかないんや。ちょっとそこの人に頼むか。あまりにも遅いから。サンセットポート。いや。Sunset. How much? 500 rupees. 5 rupees? Yeah. Oh no. Yeah. Yeah, time. 4 and 1. Okay. Okay. From Japan. Japan. こんにちは。こんにちは。どこ行くの？あれ？夕日見に。ウーバーよりは安いからいいでしょう。ウーバーと同じぐらいの値段言いました。最初500って言ってきたけど400でって言ってた。めっちゃ汗かいたから自分の汗臭い。 You coming back? Yeah. I'm a travel YouTuber. YouTuber. 夕日取る間待っといていいかと。確実にお客さんゲットですね。現金で払わなあかんけどいいでしょう。Japan. Japan? Yeah. First time Sri Lanka. First time. Very nice. Nice country. Yeah. Nice weather. Nice. あれがコートヤードバイマリオットか。渋滞してる間にもう夕日沈んでまうやんけ。頼むで。これはいかんな。結局普通の車だろうがトゥクトゥクだろうが通れんとか通れんな。売却の方が良かったな。逆走なんか。今ちょうどもう沈んだかな。でもね部屋からもタイムラプス仕込んでるんで、最悪そっちで夕日は見れます。あとはそのマジックアワーのエモい電車と一緒に撮れたら最高っす。なかなか電車と一緒になんかエモい映像撮れないって撮り鉄ではないんですけど、夜景です。例えば夜は夜景が通るの忘れて
今日のホテルはね、なんかラウンジがあるっぽいんで、ラウンジでちょっと酒飲んで、夜ご飯はちょっと調べないといけないですね。やべえ、全然動画編集できてない。ゆっくりするって言ったのに。裏道入ったのにめっちゃ混み合ってるやん。何やってんの。なんでこんなとこにトラックがおんねん。いや無理ゲーな感じやん。誰も乗ってないし。来たか。来たけどもう勇気が沈んでる。待て。勇気が沈んでるな。Heavy train coming. Train coming? Train coming. Yeah, okay. おお、雨降りそうやな。なぜかトゥクトゥクの運転手となんかデートみたいな感じになってますけど。 Train coming, looking, huh? あ Look, train, huh? オッケーオッケー。いやなかなかエモい映像やな。さあ電車が来そうですよ。素晴らしい。さあ素晴らしい映画撮りましたね。で明日ねこの電車でミリッサまで行くんですけど、なんかチケットを今のうちに買っとかないと3本ぐらいしかそのミリッサ行きの電車ないぞということで、今からなんか駅まで連れてってあるということで騙されてるかもしれんけど、ご好意にね甘えたいと思います。 Now you going? No, okay. Now, yeah. Oh, Now you want to go? how much? This one, 3,000 rupees. 3,000? Rupee, yeah, rupee. 3,000? 2,000? 2,000? This one. I am also Okay. for you. Okay. 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 負けたわ。いろいろやってくれるし、ファーストクラスがいいよと、ね、他のクラスやともういろいろ物盗まれたりするかもしれんよみたいな。ナイトマーケットみたいなのやってる。おお、ナイトマーケット。Bazaar. バザー。Come.オッケー。きた、これが駅か。ポート駅。ポート。Go train. ポートターミナル。いろいろやってもらいます。ここじゃないっぽい。案内してもらってよかったかも。一人やったらわからんかったかも。リザベーションオフィスっていうのがあるんよ。めっちゃ暗い。
First class ticket for Bangalore, it is under Valley. Your time is okay, first class. OK 写真を215 Yeah, 250. あ、オッケーオッケーオッケー。なんと1400スリランカルピーでファーストクラス予約できました。700円で安っ。3時間電車乗るのに700円でファーストクラス。明日2時ぐらいにここに来いと。ちょうどいい時間ですね。いや、ありがたい、助かった。You want to take money ATM bank? あ、no no no。Oh. あ、I have。いや。あ、いや。Local map. ローカルマーケット。 Main city. ああ、ありがてえ。いろいろ撮影させてくれる。こういうとこ行っても面白いかもしれないですね。これはカジノですね。カジノもあるんや、スリランカ。どう考えても今からお寺行くとか意味ない気がするんやけど、大丈夫か。喉乾いたけど。ああ、こうか。Go inside, you remove the shoe, huh? おいおいおい。スリカイレスワラン店舗。あ、2店舗。あ、オッケーオッケー。ああ、で、あそこにタワーもある。あ、半袖半パンあかんって書いてるから入られへんの、どっちにしろ。入ってみた。どっから裸足になるんや。半袖あかんやん。来たけどダメですね。あ、撮影もダメだ。なんか言ってんの。ついてこいと。ん？ああ、こっちもあるって。ああ。こっちにもあるから見ろって。怖いね。野犬とかおったら怖いよ。ここはなんか普通に一般の家の裏手。あ、ここもなんかすごいなんかやってる。そうそうそう。おお。はい、このスリカイレスワム寺院はね、スリランカのコロンボにある最も古いヒンドゥー教の寺院で、シバ神とガネーシャ神に捧げられていますと。この寺院は色鮮やかな絵画や彫刻で飾られ、訪れる人々に精神的な安らぎを提供しますと。キャプテンズガーデンに位置し、静かな環境の中で訪問者を迎え入れます。開館時間は午前6時から10時と午後5時から9時で、入場料は無料ですと。電車来るのか。Hey, thank you. タワー、コロンボロータスタワー。おお、コロンボロータスタワー。 Making for the China. 中国が作ったのね。ODA も中国が確か1位で、2位が日本みたいな感じで帰ったんで、中国もかなり資本をこのスリランカに投下してるんですね。3,000. 追加でこれ行くからやっぱり3000ルピーよこせって言ってる。No no no no. There have opposite the white out. Blue sky. I want. Not dark. You want the light like. Okay. 3,000. Okay okay. Okay. You are YouTube でトレトレ言う。 looking Buddha up. いや Okay. いやいやいや。カモみたいな感じか俺は。明日も迎えに来るとか言って。現金で払わなあかんからな。
きたー。思ったよりちっちゃかった。まあ150円追加で来たぐらいからいいよな。きたー。いやこれはもうほんま青空で見たかったな。ライトアップが綺麗とか言ってたけど騙されました。明日も迎えに来るとか言ってほしい。ホテルから帰ってきても迎えに来るからなとか言ってるけど現金が払うの嫌だよ。以上ブッダでした。 This court number, huh? あいや OK My name Ria. リアえ RIA. いえリアトクトクモーリージャパン OK 15. OK Hotel. OK 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 ホテル Then message. いや I OK come. Huh? OK OK 明日駅まで500ルピーで行くって言うから高いんじゃないのって言って普段僕はウーバー使ってるけどって言ったらじゃあ400円するよとか言ってやべえって思ったんでしょうね。野菜よくしてくれたんで使ってあげたいですけどできるだけカードを使いたいですからね。ちょっと飲み物買いたいからどっか連れて行ってくれって言います。 Buy the beer. Beer and cola and sparkling water. Yeah. First buy the beer. Yeah. I help. Oh, okay. Oh, yeah. Beer. This how the Coca-Cola. Oh, okay. なるほどな。お酒を買うとことジュースを買うとこが別々なんですね。ジュースを買うか。ありがたいですね。連れてってくれて。あ、ここにはなんかショッピングモールみたいななんかフードコートみたいなのもあるんや。あ、いいね。飲み物ね。ちょっといるよな。コーラが80円とか170ルピーなんで99円とかか。まあめちゃくちゃ安いってわけじゃないけどまあ普通より安いですよ。水80なんで41円とかですね。ここの水は。いや快適に買い物できましたね。お酒ないですけど炭酸水とスポーツドリンクみたいなの買ってあと歯磨き粉日本では売ってないやつをビール買いたかったらここですけどまあ今日は買わないです。ラウンジ行けるし。I don't need money for me. ああsorry どこの国でもいるんですね。子供が怪我をしててなんかミルクを飲ませてあげたいからお金くれみたいなどこの国でもありますね。両親が痛みますけどね。それをでもやり続けててもキリがないんでね。まあそういう意味ではね治安が、まあ、いいとはいえあんまりその iPhone とかをね無防備に持ったり置いたりとか財布とかもねなんか無防備なところに置いたりとかしない方がいいですね。まあ、こういった時にやっぱ着るリュックとか役に立ってますね。この内側に入れてるんでねそんなさっと取られたりとかは基本的にないんでね安心です。また5000ルピー渡そうとしたら大きいお金お釣り持ってないって言ってちょっと今から両替してくれって言って待っとけって言われたけど誰にどこに両替しに行ったんだろう。このまま俺放置やばいんじゃね。まあでも5000ルピー渡しただけだから最悪このままどっか行ってしまったとしても僕としてはそこまで大きな問題ではないですね。もう明日から呼ばないだけの話ですからね。いやでも刺激的な感じになりましたね。もともとはウーバーで呼んでね一方通行の道のりの予定だったけどウーバーがなかなか来ないからねたまたまここにいた彼でなんていう名前か忘れましたけどにお願いしてそしたら彼がいろいろねやってくれるとやっぱ積極的にね提案してくれるんだったら僕もね嬉しいからやってほしいみたいな、まあ、ただできるだけぼったくらないでくれとは思いますけど健全な範囲で提案どんどんしてくれるんだったら僕もねやっぱ乗りたいなと思いますね。これは本当仕事でも一緒っすよね。ウーバーみたいにその要件だけクリアするみたいなやり方もいいですけどこうやってどんどんこれも見た方がいいんじゃないかって提案して僕はそれを飲んだと勉強になりますね。僕たちの仕事そうじゃないですか。言われたことだけやって言われたものを収めて終わりでそれでいいとね思いがちですけどそうじゃないかもしれない。もしかしたら新しい提案をして感動させる。お 1, 2, 3. OK あ、2000 あ、OK Thank you 素晴らしい楽しかった。まあぼったくられてるかもしれないですけど、まあ、そこまで気にする金額ではないんで別に楽しかったからよかった。結構もう普通にここでご飯食べれちゃいますね。 OK Thank you。結構舐めてましたね。割としっかりした食事ができますね。なんかここで軽く食べてから他のとこに行こうかなとか思ってたけど全然ここでいいやん。むしろちょっと疲れてたからここで食事できちゃうんだったら全然いいっすね。うまそう。普通にうまそうやん。わおめっちゃいい。タイ料理もあるしシーフード&エッグライス
カレーとかもある。これもカレー系めちゃくちゃ豪華やん。これ評価高くなるわな。こんだけのご飯もついて1万ポイントですからね。めっちゃいいやん。1万2000ポイントやん。めっちゃいい。あ、なんかアイスクリームみたいなのも食べれるか。アイスクリームも食べれる。もう今日めっちゃ甘いもん食ったからな。なんかグラタンみたいなデザートもいっぱいあるな。お寿司みたいのもある。カリフォルニアロールみたいなのもありますね。こんなローストチキンとかもあるし、これパッタイかな。チキンコッツベジタブルスプリングロールとか、美味しそう。チキンラップパンなんかもありますね。でスープもある。ココナッツスープ、ガーリックスープ、トマトダニアラサムって全然わからん。ここでお酒作ってくれるのかな。スパークリングワイン、スパークリングワインも入れてくれますね。変わったスパークリングワイン。開くんか。おい。Yeah, thank you. 泡だらけやけどな、大丈夫？ Yeah, thank you. ちょっと飲んでみろ、どうと。辛口でいい感じ。Thank you. なんかこうピクルス系もあって、これサラダ系、なんか手の込んだサラダって感じやな。こっちには普通のサラダあるな。これサラダ食いたいな。こんな感じで取ってきました。今日はちょっと少なめですね。いや、いいですね。スパークリングワインもいただけるし、なんかすごいいろんなドリンク入れてもらってたな。うまく活用したらめちゃくちゃ過ごしやすそう。いや、ここは1泊だけにするのもったいなかったな。まあでも今回はね、ちょっと視察的なところも感じるんで、最適化はできないと思ってるんで、次回ね来るときはなんかここのホテル3泊した方がいいなとかっていう判断ができると思うんですけど、今回はもうできるだけいろんなとこを見て判断していきたいなと思います。それでも楽しいですけどね。じゃあいただきます。サラダもね、肉もいただけますし、カレーもいただけるし、なんかちょっと疲れてきたな。刺激が大きすぎたな。でそこにね、なんかこう寿司とか醤油とかあるからめっちゃありがたい。醤油につけて、醤油、生姜もある。生姜がうまっ。久しぶりに食べたな。これはもう外に食べに行く必要ないな。普通にもうビュッフェやな。ビュッフェがついてるって感じ。はい、今ねシャワー浴びてたら電話かかってきまして、何を言われてるんか全然わからんかったんですけど、多分ですね、夜ご飯無料のビュッフェなのにめっちゃいいなって言ってたじゃないですか。あれ多分有料のビュッフェっぽいんですよね。いや僕なんかてっきりここに18時から21時まで OK みたいな感じで書いてた。これがスパークリングワインがどうやら18時から21時までっぽいですね。3時半から5時半までアフタヌーンハイティービュッフェっていうのがあったみたいで、これ行ってないんですよね。僕はてっきりなんか他のホテルみたいなカクテルタイムみたいなのがあって、それが時間的に9時ぐらいまでかなって勝手に思い込んでたんで、しまったな。それだったらもっと食べとったらよかった。一皿ちょろっと取っただけで終わったのに、これもいい経験ですね。皆さん間違えないようにしてください。僕代わりに間違えときましたんでね。いやー、なんかおかしいなと思ったんやん。9時までしか空いてないんですかって言ったらなんか23時まで空いてるみたいなこと言ってたし、なんか噛み合わないなって思ってたんですよね。でも全然言葉聞き取れんから、全く分からず切ってしまった。多分値段取られてると思います。ネットで見た情報によると、日本円にして2000円ちょっとぐらいなんで、いいんじゃないかなと。いや、僕個人的にあんま食べてないから、ちょろっとサラダ食って2000円取られるのは高すぎるけど、本来調子良かったらもっとね、たくさん食べてるんで、しまったなって感じですね。難しいっすね。なんかやっぱ各国でちょっとルールが微妙に違ってたりするから、いや、おかしいなと思って、こんなつくみたいな。ねえ、半端ないなみたいな。それは評価高いわとか思ったけど、それはやりすぎでしたね。あの時お酒を飲めばよかったってことですね。
最適な行動としては。で、ご飯は周りで探すか、みたいな感じにするのがいいんかなと思います。勉強になりました。はい、皆さんお気をつけください。まあでも普通に有料のビュッフェとしてもコスパいいんじゃないですか。うん。めっちゃいいと思います。おはようございます。いい天気ですね。今10時ぐらいなんですけども、ちょっと昨日のね、夜から若干体調を崩しかけて、なんかお酒あんま飲めないなと思ってたら、ちょっと今日は朝までゆっくり寝ることにして朝食も行きませんし、本当だったらあそこのプールで泳ぐのもね、いいかなと思うんですけど、今日はね、ビーチリゾートに電車で3時間かけて行くので、まあそれまでちょっと体力回復させようかなと思ってます。まあだいぶ回復しました。やっぱゆっくり寝るって大事ですね。そんなことも教えてくれるんですね。スリランカの旅は。カレーが辛すぎたのかな、なんかそれのせいかもしれん。喉がちょっと痛いし。いや、いい天気で嬉しい。この天気で電車乗ったらめっちゃ最高でしょうね。楽しみ。はい、今ね、ずっと仕事してて、まあランチをね、もし食べるんだったら、ここにもな、結構、このホテルの周辺ですね。周辺というか、ホテルに隣接したショッピングモールがあるんで、そこの中に色々と食べるとこはありそうですね。あ、これとかね。クレープランド。またこれクレープか。ここ流行ってるんか、クレープ。ここ行ったとこやんな。ここも評価高いな。なんかレストランが結構あります。ここに。あ、ここね。ファミリーレストランとか、タイ料理の店とかね。結構あります。で、僕はですね、ちょっとどうしようかなと思って、なんかまた体調もあるので、ちょうどね、ロイヤルカリビアン乗った時に、いるかなって思ってどん兵衛買ってたんですけど、全くいらなかったんですよ。ロイヤルカリビアンが快適でご飯美味しすぎて。これを、ちょっとかさばるしな。傘減らすために。で、ちょっと調子悪い時はうどんがいいでしょ。ということで、このどん兵衛いただきたいと思います。すいません。現地のご飯食べてくれよみたいなね、感じになると思うんですけど、すいません。こっからちょこちょこ食べていくんで。はい。今回はね、ちょっとゆったり大人の旅を楽しむということでね、やっぱ年取るとね、調子悪くなることもあると思うんで、どん兵衛役に立ちました。ありがとう、日清さん。それではチェックアウトしたいと思います。チェックアウトした後にね、昨日トゥクトゥクの運転手待ち合わせしてるんで、そこに会いに行きたいと思います。昨日の食事代を払うことになるんでしょうか。チェックアウト。俺結局請求されませんでしたね。お互いにあれですかね、多分認識がずれてたからそのままいけたんかもしれません。僕もなんて説明していいかもわからんので、ありがたくいただいておきます。ほんまに来るんかな。来ると思って待ってるけど、そういう約束適当やったら困りません。一応メッセージしました。外に出てきたと。まああと8分あるんでね、待ち合わせ時間まで待ちたいと思います。まあ最悪ウーバーで行きます。あ、電話かかってきた。いや、wait。来てくれそうですね。素晴らしい。約束もできるんですね。なんか、そういう約束も適当で守らんかったりするんかなと思ったけど、ちゃんとすぐ電話かけてきてくれて来るって嬉しいですね。そろそろ約束の時間と思ったら来てる。ありがたい。ちゃんと時間守ってきてる。Thank you。No。トゥクトゥクでフェリガンまで行くかとか言って。それはそれで面白いやろうけど。Very heavy. Okay. Yeah. Okay. Yes. Again, you come Colombo when? Huh? After 3 days, you coming? Yeah. Take the ticket. Ticket. Okay. はい。have. ちゃんと切符持ってんのかって心配してくれました。そうなんです。危うく忘れるとこでした。着るリュックを昨日洗ったんでね。はい、これでいけんのか。Number 5th, huh? これでいきなり乗るスタイルだ。Veligama. Veligama is a number 5 platform. Number 5. Train is time 240. Going to the other side down number 5. Oh yeah. Okay. Thank you. Yes. ここを登れと5番乗り場に行け。きついなこれ。めっちゃ重い。エレベーターとかないんか。40分発ってかあと12分ぐらいあるな。ここでなんか飲み物とか買うことができるんや。ファーストクラスどこなんやろ。なかなかごちゃごちゃや。こっちなんかこっちの方が人が少ないからこっち側の方がファーストクラスっぽい気がするんやけど、こっちなのかな。誰かに聞きたいけど誰に聞いていいか分からん。
weather first class 50 meters dead. OK thank you あっちっぽいですね優しいですねしかも教えてくれてチップを要求してこないですね全然払ってもいいぐらいだいぶ前の方歩いてきましたわおまだなんかお菓子とか売ってるなここがファーストクラスの真ん中かなこの辺なんかちょっと富裕層っぽい感じの人がいるからここかなもうちょっと先なのか全然わからんこの辺の人に一応聞いてみるかどうもここを見るみたいですねここの M っていうところに乗れと前行ったり後ろ行ったり歩かされてますか全然表示がわからんいやそれだけで日本の表記が本当に優れてるってことですねもうなんかどこに M とか書いてるの駅員みたいな人に聞くしかないなあの帽子かぶってる人に聞こうお来た電車もしかして来たあセミ Where? Yeah, canteen. キャンディー Canteen. この辺のちゃんと駅員さんが教えてくれためっちゃありがたい一応出発時間あと3分かなちゃんと時間通りに来るんですね14時40分あと3分ちゃんと来るんよあっつさあ時間になりましたがどうなんでしょうまだ来ないですね違うところの電車が来ましたねここはまだ来ないですねやっぱ普通に間に合わないかなまた駅員さん来たここで合ってんのかなおちゃんと教えてくれる優しいなんとかなりますねあ全然来そうにないけどなお来た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 ぞ来たB の36これどう見たらええのこっから乗るんかいや押しすぎやろ乗るで俺乗った返しすぎやろ36ここの36おすごい冷房効いてて冷えててしかしちょっと暗いですけどね36あほっか36ここでいいんか窓側じゃねえなんと電源もあるなもう出発しましたね押せるみたいですねこれすごいおなんか壊れた大丈夫かいきなり外れたぞでもファーストクラスですちょっとこれ足乗せると怖いな壊れそうやちゃんと切符のチェックもありますね隣の人はなんかいいチケット買ってますねここじゃないあ、オッケー隣がいなくなったと思ったらまた違う人が隣にカオスすぎる別にこの席でいいんじゃないかみたいな感じでアイコンタクト取りました男が隣だと嫌だよなみたいな顔してるそのままいるみたいですいいですねこの適当な感じということは僕の隣はいないんかなしまったなこの席あれやな海沿いの席じゃないな帰りのチケットを海沿いの窓側で取りたいな結構あっちの席だと海が眺められていいっすねそんなことも考えもつかなかったでもこの席から埋まっていくからな席があんま空いてないって言ってたからあの人も机外れてしもてるやんやっぱすぐこれ壊れるんすねおいおいおいめっちゃ倒してくれよマジかななんで俺んとこだっけこれね正直どこに今着いたかとかはっきり聞こえないんでもうマップで見ながらそろそろ着きそうやっていうのを予測しないといけないですね恐ろしい乗り過ごしそうや今だいたい中間地点ぐらい後半に来たか後半に差し掛かってきたって感じでやっぱり案内がないんでもうこのマップ見ながらそろそろ着きそうやっていうのを確認しないと分かんないですねどっかに書いてるのかな前に画面があるんですけど前の画面にも Welcome to スリランカレールウェイしか書いてない着いてからどこに着いたか分かんませんボッサって書いてますね今これですねここの地図見てもボッサってなってますねここもなんかボッサビーチとか結構なんかビーチがあるっぽいですね今降りようとした人違うかったみたいですそういうことになりますよね案内してほしい案内がないから全く分からん
現地の人は景色を見て決めてるんですかね。それとなんかめっちゃビーチ沿いにあるからめっちゃ絶景かなって思ったんですけど、意外とそんな感じでもなかったですね。 PR 動画とかなんか写真にあるようなあの感じどこで見れんの。普通に電車乗ってるって感じです。あと機内販売みたいなのも特にないっすね。お腹空いてきた。もう5時やもん後半だったら。ファーストクラスやからなんか欲しいな。売りに来てほしい。だからなんかあらかじめ買っとくこと大事ですね。僕昨日飲み物だけ買ったけど食べ物は買ってないからな。あれなんか急に反対側走り出したぞ。でも行き先さっき聞かれて練り釜ですって言ったらオッケーって言われたけど、なんかこう行くんかな。逆走してからまたこう行くみたいなルートなのかな。ここだけなんかちょっと街っぽいんですよね。ガルっていうところ面白いですね。なんか日本でもこういう逆走する電車とかあるんですよ。これ逆回数出るってことはもしかして窓側にこうになっていやー素晴らしいですね。あれ、おお、牛もいる、牛。おお、牛が。これは絶景だ。練り釜着きました。よいしょ。よいしょ。あ、表。着きましたね、練り釜。ここから宿まで行きたいんですけど、帰りのチケットも取らないといけないですね。帰りのチケットはどっから取るの？もう窓口閉まってるな。ちょっとホテルの人に助けてもらうしかないかな。めっちゃ降りる人多いやん。出たいけど出ない。ぎゅうぎゅう。トゥクトゥおるかな。いやー着きましたね。ここ本当に上り釜なのかな。上り釜レールウェイステーション。あ、オッケー。あ、ウーバー。Yeah, taxi. まためっちゃ乗ってくるやん。マリオ。Nani? Yeah, yeah. Yeah. Yeah, okay. How much? How much? $2. $2? Yeah. あ、no, no, no. じゃあ、ウーバー。300? Yeah, yeah. あ、ウーバー見せたらぼったくられんな。まあちょっとぼったくられてるけど。Marriott? マリオット。 One lakh room charges. なんてマリオット。 Yeah, yeah. マリオットウェリガーマン。 Yeah, yeah. OK？ 結構ウーバー使いたいけど現金使うから野犬がやばい。すごい、この辺もすごいな。フレッシュチキンにゃんこいるじゃないですか。ウェリガマにゃんこ。あとね、明日僕クルックっていうアプリですね。クルックっていうアプリでシュノーケリングを明日予約してるんですよ。ただ予約したのはいいんですけど、よくわからんのですよね。どこに行ったらいいんかが。行き場所が全くわからんみたいな。朝6時45分に来いみたいな感じで書いて、ほんまなんかなみたいな。謎なんですよね、これ。6時45分から8時半。朝早すぎで、どこに行ったらいいかわからんねんけど、いろいろクリアしないといけないものが多いですね。だからこういうスリランカでは、トクトクの人とかと仲良くなって、いろいろ聞く方がいいんかもしれん。帰りの電車もまだ取れてないからな。あMarriott Hotel. あ、マリオット。あマリオット。着いた。300スリランカルピーなので、だいたい150円くらいで言ってくれてます。150円は言い過ぎか。156円でした。OK。まさかマリオットに。くるくる。あ、Thank you. For the check-in, Yeah, check in. may I know your reservation name? あ、May I know your reservation name? ヒロシ森岡。ヒロシ森岡。
いや英語が聞き取りにくい。めっちゃいい感じやん。ナイスビュー。Thank you。ここでいろいろサポートしてもらうかな。This one is blue butterfly pea flower drink is natural flower drink. 青いの気になりますね。Thank you。いろいろサポートしてくれてます。明日のシュノーケリングの場所とかわからんから聞いてます。これ飲んでみるか。いただきます。甘くて美味しい。ブルーハワイの蜜がうっすらと入ってるような味ですっきりして美味しい。ここ2泊して正解やな。ちょっと夕日の時間今日見れなかったんで明日見たいです。Thank you。アップグレードしていただきます。わお、いいの。もう暗くなってしまったな。ナイス。おー、素晴らしい。おー、綺麗。おー、ナイスビュー。素晴らしい。OK。なんと今日だけなんかショーやってるんやって。今からご飯行きたかったのにな。ここではもうみんな WhatsApp だよな。すごいですね。 WhatsApp を交換してそれでなんかサポートしてくれるってありがたいですね。僕も喋れないから文章だったらねネットで翻訳してから喋れるんで。しかしめっちゃ綺麗やなこれ。やべえ。はい、それではね部屋の方を撮っていきましょうか。アップグレードされてオーシャンビューのなんか大きな部屋になりました。ちょっと部屋の名前分かりませんけども入っていった瞬間から素晴らしい。ちょっと暗くなってるんでねなんかこうオーシャンビューの凄さが見えないかもしれないですけど素晴らしいですね。いやいいホテルだな。これが25,000ポイントぐらい。日本で泊まるマリオット系ホテルの半分のポイントで泊まれてるんですからね。めっちゃありがたい。そしてここでも寝れるやんソファービッグサイズね。2人3人寝れるここでも寝れるやんソファーがあってなんかフルーツとかも置いてくれてるじゃないですか。お菓子と置いてくれてる。しかしライトが暗めのライトやから撮影には向かんな。ちょっとライト追加しました。これでもうちょっとマシになったかな。はい、こんな感じでウェルカムギフトみたいなのもついてます。僕はプラチナメンバーなんでね、そんなめちゃくちゃ高いランクじゃないですからそれでもこんだけのことをしてくれる。ありがたいですね。そしてベッドがあってふかふかのベッドですね。でベッドサイドには電源がありますね。 USB Type-C とかそんなのはないですね。コンセントがあるって感じです。両サイド十分ですね。これもなんかつけれるの。あ、まだつけれるやん。まだ明るくなりました。暗いなと思ったんや。じゃあこっちもまだつくんちゃう。あ、まだつく。あ、まだつくやん。他にもまだ隠し電源あるんじゃん。外もつく。もしかして外はつかんか。はい、こんな感じでこれが明るくなった姿です。そしてでかいテレビついてます。しかもなんかテレビとねデザインを一体化させたようななんかシンプルだけどスリランカっぽさを感じさせる素晴らしいですね。この机もちょっと曲がった感じがまたおしゃれ。はい、そしてここら辺は仕事がしやすいように電源とかね HDMI これつけたらテレビにつけれるんかな。 USB とかねちょっと古いタイプのケーブル周りになりますけどタイプ C とかねサンダーボルトとかないんで当時はすごかったんでしょうね。そしてこちら浴槽があります。ありがたいですね。昨日泊まったコートヤードは浴槽なかったんで嬉しいですね。そしてなんかもうどのホテルも最近これですね。このスリランカで見るやつはこのオキシゲンコレクションっていうところのものが使われてますね。はい、そしてアメニティ類シェーバーとか全部ありますね。歯ブラシもあります。はい、浴槽嬉しい。そしてタオル類があって体重計もある。あ、借りたくない。そしてここに珍しいですね。こんな間違いじゃねえの。こんなところにドライヤーがあります。そしてなんか小型なサイズでちょっとドライヤーに関しては不安がありますね。はい、そして石鹸と洗面台が綺麗ですね。鏡もめちゃくちゃ大きい。いやここもよく見たら全部鏡やんけ。すいません、小汚いおっさんが映りますね。そしてこちらシャワールームになってますね。はい、そしてこちらもコートヤードでも使われてた同じオキシゲンコレクションですね。はい、そしてこちらがどうやって開けんねんこれ。あーなるほど、面白いなこれ。トイレを開ければシャワールームが閉まる。でシャワールームを開ければトイレが閉まる。これもし2人とかで泊まってた時にシャワー浴びてる時にトイレも行きたいみたいな人が出たらえらいことになりますね。ここ閉めてシャワー浴びてるのにトイレしたいからトイレ閉めたくなりますよね。
それは俺のじゃない。backpack. バックパック。 Okay, okay, I will. あ、 I will. オッケーオッケー。I'm sorry, sir. オッケーオッケー。お願いしますよ。オッケー。Thank you, thank you. Thank you. びっくりした。僕はそのスーツケース2つを持ってくるわけないじゃないですか。水をなんかついでにもらいましたね。はい、何を話してたかな。あ、そうそうそう、トイレとね、シャワー同時に利用できないですね。それはもうどっちか我慢してもらうしかないですね。そしてですね、なんといってもここ、ね、先ほども見ましたけど、これです。これは最高や。これはゆっくり眺めたい。ね、素晴らしいですね。そしてなんかプールもめっちゃいい感じじゃないですか。いやー、ここでちょっとゆっくり過ごしたいな。明日シュノーケリングねしに行ってメリッサビーチも行きますけど、その後はもうずっとこのホテルでゆっくり過ごしたいな。そういう旅をしたいと思って今回来たんでね。そうじゃないと動画編集も終わらんしな。はい、荷物戻ってきましたね。そしたら荷物持ってきた人がなんか車が必要だったら言ってねみたいな感じで営業してきたんで、明日使いたいですけどみたいな、明日送ってほしいですけどって言ったらめっちゃ高いんで、日本円で3000円ぐらいって言うから、そんな高いのみたいな感じでどんどん値下げしてましたけど、ちょっと考えてから決めますって言いました。もうみんな営業してくるんですね。こんなん普通ダメなんじゃないかな。はい、それではここを見ていきましょう。水がねありまして、その下になんかいろいろと入ってますね。これも引き出せるんかな。はい、こんな感じで。ああ、いいっすね。紅茶がいろいろ楽しめですね。そういえば紅茶まだ飲んでないな。紅茶屋さんとかあるんかな。ちょっと調べたいですね。そして次はここを開けると、あ、ここは冷蔵庫ですね。冷蔵庫になってます。はい、そしてこちら側を開けると、はい、こちらはお皿とかカップが入ってますね。のりたけですね。これもよく見ますね最近。はい、そしてこのなんか音してるぞ。花火。ああ、見逃した。なんか花火鳴ってたぞ今。あ、結婚式か。なんかドレス着てる。あ、服結婚式してるな。よく見ると。俺もこんなところで結婚式あげたい人生やったな。いいな。はい、そしてこの下はケトルとかアイスペールとかグラスもありますね。はい、そしてクローゼット開けるとハンガーと、バスローブですね。マリオットのバスローブがあります。そしてアイロンですね。アイロンがあってスリッパもあります。スリッパなんかちょっと汚いな、雑いな。はい、そしてセキュリティボックス、ランドリーバッグがありますね。ちょっとなんかフルサーバーありそうなんで Wi-Fi 速度はそんな期待してないですけど、どれぐらいかな。やっぱこんなもんか。おっせえな。今日の朝泊まってたポートヤードがね20メガぐらいで、やっぱり一昨日泊まってたねローカルなホテルというか、そこは50、60出てたんで、やっぱりマリオット系最近 Wi-Fi 遅いイメージありますね。抑えてんのかな。なんか20ぐらいなんですよね。YouTuber にとってはね結構きつい。ちょっと泊まりたくないホテルに入っちゃいそうな感じです。もうちょっと行ってほしいな。40ぐらい欲しいですね、せめて。遅いっすねこれ。最4個にしたらまた1メガとかで止まってるし、遅すぎる。メッセージとかやったらできますけどね。 YouTube も低い画質だったら見れるかなっていうところですけど、仕事にはちょっとしんどいかもな。これはきついな。はい、それではねちょっとお腹すいたんで、このウェルカムギフトのなんかこれ食べてみたいとか。サクサク。何これ。とんがりコーンみたいなのじゃな。うまい。とんがりコーンをナチュラルにした感じ。最高っすね。体調を早く治すためにね、男は黙ってリンゴ丸かじりゃ。はい、ここでなんかショーが始まるみたいなんで待ってます。これに座ってみたらいいのか。ヨギボーみたいな。
最後まで見たいんですけど、今からご飯食べに行かないともうご飯難民になってしまうのでね、今から行きたいと思います。あ、じゃあここから行けんのかな。ここも階段になってる。こっからどうやって行くんや。これ歩いて出れるんかな。あれこれ歩いて出れない。出れるよね。さあちょっと夜道どうなんかわかんないですけど、多分大丈夫っぽいでしょ。で今目の前に女の人が一人で歩いてるぐらいなんできっと大丈夫。すごいなあの建物。スパセイロン。あ、セイロンティーのなんかスパ、これなんかめっちゃいいんじゃん。ナチュラルウェルネスと書いてスパセイロン。あ、化粧品店。すごいな、こんな化粧品店があるんや。これはすごい。こんな夜道は女の人が一人で歩いてるぐらいなんで治安はいいっすね。今夜8時ですけど、普通の治安悪いとか絶対出れない。はい、徒歩6分ぐらいで行きたいご飯屋さん行きます。なんか僕が行きたいとこはフードパラダイスって言ってね、なんか24時間営業ってなってるんですけど、多分間違ってるんですよねこれ。普通に家族経営でされてるレストランらしいです。めちゃくちゃ安い、250円から500円ぐらいでスリランカ料理食べれそうなのでめっちゃ楽しみ。やっぱ一応観光地になるのでトゥクトゥクはなんかところどころにいますね。だから最悪現金持ってれば大丈夫ですね。今回3万円分ね下ろしましたけど、多分足りると思いますね。何やねんあいつうるせえびっくりするわ。何やねんあれ、うるせえ。暴走族みたいなやついるんやな。いやでもめっちゃ暗いから帰りはトゥクトゥクで帰りたいな。何も見えん。夜は涼しいな。28度で朝とね夜とそんな気温変わらないし、発車シュノーケリング9時でよかった。なんか最初予約した時は6時45分からって書いてるから、そんな朝早くから泳ぐのみたいな感じで思ったけど、ちょうどマリオットがね朝食もついてるんでよかった。バイク屋さん、まあ9時も早いですけどね。まあでも朝食マリオットの食べてそのまま水着に着替えていけそうですね。あ、ここや。このお気にレストランっていうとこも行きたいとこやった。まあ、ここっすね。ここ曲がったとこにあります。近かったな。フードパラダイスってとこが空いてなかったらお気に入りレストランに行こうかなと思ってます。ここなんやろ、ゲストハウスみたいになってんのかな。あった、フードパラダイス空いてるやん。ギラギラしてる。明日お気に入りレストランの方行こうかな。めっちゃ空いてるやん。やった、フードパラダイスレストラン空いてた。手作り感あっていいな。Hello. Sit down. あ、OK。お客さんかと思ったらなんか本当に家族でやってるんですね。印象がめっちゃ安い。セイロンティーもいただけるんか。スリランカフード Sri Lanka? いや。 I think India. あ、これ美味しそうやな。 Sri Lankan curry. スリランカ Kottu. コットゥ Yeah. コットゥ Chicken kottu. Yeah, this Okay. and Ceylon tea. Okay. Okay. Ginger bowl? Hmm? Ginger add? ジンジャーGinger? ジンジャーなんかわからんけどジンジャー言っときました。 Spicy? あ、 Little? リードスパイシーは怖い。これかコットゥチキンや1000円やから500円ぐらいですね。いやーいいっすね。こういうレストランマジで最高っすね。めっちゃいい感じ。 Do you drink anything? あ、ティーTeapot. One. あ、already order? Oh, you order teapot? Yeah. Please say. Not beer? Sri Lanka beer. Sri Lanka beer. Yeah. Lion beer. Lion beer. Oh, ライオン。another Sri Lanka beer. ビールもあるんですね。メニューには書いてなかったけど。ミックスフルーツジュースとかも作ってくれるやん。めっちゃええやん、ここ。こういうところにはなんかいろいろお金を落としたくなりますね。めっちゃ良心的な価格。Lion lager. Lion lager. Yes. Okay. One. Okay. Okay. Small Yeah. one. One. Okay, please say. なんで俺一人やのにワンって何回も聞くんやろ。そら一つやろ。いきなり2つ飲む人とかと思ったのかな。勝手に人を見た目で判断したらあかんで。こんな感じでね、安いっす。300円ぐらいです。250円ぐらいサンドイッチとかの。めっちゃ安い。パスタも350円。チキン500円。これ一応観光地プラスにで多分これぐらい取ってるから
なんか隣とかはもうちょっと高いはずなんですよ。もう家族総出なんですね。バーガーミックスとかめっちゃあるよ。 Me? You want teapot? ああいやOkay, please say it. ようわからんけどティーポット、まあスリランカティーポットね大事でしょ。でスパゲッティロッティでこういうとこ安いのベジタブルロッティとか200円100円なんだね。ライス&カレーカレー200円でベジタブルカレー200円食べれますよ。チキンがなんかちょっと高い感じですね。フィッシュよりチキンの方が肉が高いんですねやっぱ。だから1日目に行ったカレー屋さんも肉めっちゃ入れられたから高なったんやな。知らんがな、もうちょい安い思うやん。あとスペシャルデザートとかもある。ジェリープディングカラメルプリンがあるんですね。アイスクリームもあるな。アイスクリーム意外と高いな。やっぱ嗜好品はちょっと高いんですかね。まあ高くないけどな。アメリカとかに比べたらもう10分の1ぐらいの値段じゃねえの。いや野犬怖っ。めっちゃ見てくれよ。やめてよ。ちょっと帰り怖いな。おいパラオ旅行の時みたいにずっとついてくるんちゃうな。でもあれまだ飼い犬やったからな。これ野犬やからな。完全に噛まれたりしたらもう一発で僕終わりですよ。もうこの動画出ないですからね。こんなのんきに言ってるけど。なんでそこおんねん。そんなとこでじゃれんといて。映ってるからな。なんでそんなとこイチャつくん。やめてそんなとこでイチャつかんといてくれや。映せへんよ。来たわーおビールより先に紅茶が来た。これ最後かと思ってた。You mix sugar and Yeah. this is tea bag. Okay. This is hot water. 飲み方は一緒っすね。はい、ここではなんか直前に紅茶を飲むんですかね。ちょっとよくわかんないですけど、なんかいきなり出たんで飲みますか。いいっすね。ティーポットで楽しむタイプ。録画ボタン押すの忘れてた。忙しいんですよね。いろんなもので取らないといけない。砂糖も入れるかちょっとね。せっかくなんでちょっとだけ砂糖も。別になんか日本で飲むやつと一緒じゃねえのって思ってしまった僕はダメですかね。ジンジャーとか言ってたけどこれじゃないの。これにジンジャーじゃないの。それでは紅茶たしなみたいと思います。でスリランカセイロンティーいただきます。うまっ。こんな濃茶が美味しいと思ったの初めてかも。やっぱスリランカに来てるっていうなんか自分の中での実感と、ちょっと朝体調悪かったんで紅茶でなんか癒されてる。ほんまにこれご飯来るんやろか。ビールも頼んだけどまだ来ないし、なぜか紅茶だけは先来てないけど大丈夫かな。ほんまに注文通ってる。結構待ってるけどな。大丈夫やと思うんやけどな。ビールなんかすぐ来そうやのにな。買いに行ってんのかなもしかして。そのパターン多いな。結構ね気がついたんですけどお酒置いてない店多いですね。でお酒はなんか別のお店で買うみたいな感じだったから、やっぱお酒っていうのはなんていうんですかね、特別なものというか日本みたいにそんなカジュアルにどこでも売ってるって感じじゃなさそうですね。僕もメニューにはなかったですからね。どうなってんのやろ。あ来た来たか。あビール来た。Thank you. You're welcome. いや Thank you。紅茶の後にビール飲むとか初めての経験ですけど、それはいいんかな。ライオンラガー一緒ですね。いや過去一泡だらけやん。1ミリしか入ってへんやん。これはいかん。しばらく待ってまた入れるか。はいちょっと足しました。じゃあいただきます。紅茶の後のビールライオンラガー。うめえ。紅茶の後にもうまいわ。いろいろありますね。ライオンラガーとかキリンラガーとか、あと他にもありますね。タイガービールとかね。やっぱこれ動物が使われるんですね。ちょっとねこのライオンラガーは後味がすごいまろやかというか、またちょっと違いますね他のと。また来た犬。もうやめてくれ。もう向こう行ってやってくれや。
しかしめっちゃ待つな。それやったらなんかもっといろいろ頼んでたらよかったな。これもいいですね。いやこれほんまにショーを全部見てたら閉まってたかもしれないですからね。皆さん的にはその方が面白かったかもしれないですけどね、僕にとっては食べないといけないんでね、その閉店になるわけにいかない。ほんまにこれ料理通ってんのかな。30分ぐらい経ってるけどな。意思が通じてない可能性もあるもんな。いやでもガーリック入れるとかスパイシーとか聞かれたから絶対通ってるやん。それ通ってなかったら怖いわ。Love it. おう Sauce? お No, no, no. Tomato ト sauce? マトソース。おう What is your country? It's China? 今のジャパン Japan. いやいや It's which Tokyo? 神戸 near 大阪 Osaka. いやいやいや I'm Japanese travel YouTuber Yeah. いやいやいやにゃんこいるじゃないですか。スリランカにゃんこにゃんこいるじゃないですか。ういかわいいのひひひひひ飼い猫か。かわいいの。スリランカにゃんこもかわいいな。野球は怖いけどななぜかここに座ってます。久しぶりに猫に好かれたなじゃあいただきますか。何だっけ、名前忘れた。現地のね食べ物いただきましょう。うまそう。スリランカ料理いただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。どう表現したらいいんやろ。何の味これ。ビールにも合う味やな。なんか焼きそばでもないし、タイのねパッタイな感じやけどパッタイでもないしみたいな。肉がね結構ゴロゴロ入ってて、これなんなんやろな。米、これでこう調べないといけないですね。コットゥとはこんな時間に工事してるのか。スリランカ料理コットゥとは、コットゥはスリランカの人気料理で、小麦粉から作ったロティを細かく刻み野菜や肉とともに炒めたものですと。ロティって何だろう。ペッパーの上で調理されカレーソースをかけて食べることが一般的だから、ちょっとカレーっぽい風味がするね。その調理音がコットゥコットゥと聞こえるためこう名前が付けられましたと。面白いですね。ベジタリアン向けのバリエーションもあり、スパイシーな味わいが特徴ですと。でもスパイシーじゃないですね。僕は多分マイルドにしてくれって言ったからかしらんけど、めっちゃ猫見てくるやん。家族の元戻ったらいいんやで。そんなに俺の近くがええんか。めっちゃリラックスしてるやん。嬉しいっすね。癒しやな。外には野犬おるけどな。帰り大丈夫か。そのコットゥコットゥ音聞きたかったな。なんかトマトソースをつけてみたいなこと言ってるな。ちょっとだけつけてみますと。ソースをつけて食べてみます。めっちゃうまいこれ。スリランカ料理うまいや。Are you YouTube? YouTube。 Please upload our restaurant. Please your channel upload for our restaurant. いやいやいや。two months later. 2 months later. いやいや。Okay. Mori travel. Mori travel. Yeah. Yeah. Just come again and taste Sri Lankan rice and curry and taste another food. Oh, okay, okay. 他にもいろいろあるよと。プリプリした肉もうま。さあデザート頼もうと思うんですけど、フィニッシ Yes. Ice cream have. ュ。アイスクリーム。 Yes, chocolate ice cream have. ああ、チョコレートアイスクリームやってあると。キャラメルプリン。フ Finish. ィニッシュ。Oh no。チョコレートアイスクリーム。 Yes, Yeah. chocolate ice cream have. お、またニャンコがいる。ワンいやワン。Okay, please wait. OK。やたらワンって聞かれるな。一人やのに。2つとか3つとか楽しさいるんか。さっきニャンコもいたな。野良ニャンコ。紅茶何杯でも飲めるからいいっすね。アイスクリーム。じゃあいただきます。アイスクリーム。あーでもアイスクリームもなんかちょっと違うな。日本のチョコレートアイスクリームとすぐ溶けるな。やっぱこっちのスイーツめちゃくちゃ甘いな。これは糖尿病になるな。
やっぱ暑い国のやっぱスイーツってめっちゃ甘い傾向にある気がする。それで紅茶がある。いや紅茶も確かもともと別にスリランカのもんじゃなくてイギリスが植民地にした時に入ってきたんでね。島でねなんか特産物って結構ありますよね。セイロンティーもそうだし、日本だったら喜界島がごまだったりとかね、北大東島もなんかありましたね。なんやったかな、忘れました。じゃがいもやったかな。なんかいろいろその島ごとに特産物を作ってね展開してたりするんですけどね。You welcome in 3 days. Yeah. And Colombo. So very beautiful places in Sri Lanka. So Kandy, Ella. Yeah. So very beautiful. Shigiri Rock. Yeah. Yeah. もうティーポットが250円、スリランカビールは500円するんよ。でチキンコット2250でチョコレートアイスで2750円、1300円ぐらいですね。安い。いきなり野犬がおったけどどっか行った。サンキュー。 Okay, goodbye. サンキュー。怖い取れてなかったな今の野犬。出ようかなって思ったらいきなり野犬がいた。大丈夫か、野犬おるんちゃうんか。いやーよかったっすね。めっちゃ美味しかった。しかも安いし、またあそこにも野犬おるやん。見えてるで。怖い。Can I help me? Okay. Bye. Bye. さあ帰ってきました。おおびっくりした。危ね、気があった。明日は早いんで早めに寝ますか。いいとこやな。1週間ぐらいゆっくりいたい。でも1週間いてもそんなに高くないからな。めっちゃありやな。今回はねちょっと視察みたいな感じで来たけど、今後またゆっくり来たいなと思える場所ですね。今日コロンボからネギに乗せていってくれた運転手の人がめっちゃメッセージ、すいません無事に着いたんかみたいな。でまたコロンボ戻ってくるときは忘れずになみたいな素晴らしいですね。はい、おはようございます。今7時ぐらいですね。うわー、めっちゃいい感じやん。今日はね、朝ごはん食べて、8時45分にはシュノーケリングの場所に行きたいと思います。こっからね、25分ぐらいはかかるんで、早めにご飯食べて準備していきたいと思います。楽しみですね。ここはね、なんか穏やかな海っていうよりは、なんかこう波がそれなりにあって、こうサーフィンにやっぱ向いてる波なんでしょうね。なんかサーファーの方は結構来られてるみたいで、あそこにめっちゃサーフィンしてる人いるな。で、シュノーケリングはまあ珍しいみたいなんですけど、なんかちょっとやっぱ先に行くとあるみたいで、あの先がミリッサっていうとこですね。で、そのもっと先に行くと、ウミガメがたくさん見れるシュノーケリングスポットがあるみたいで楽しみです。で、海はなんかめちゃくちゃ綺麗には見えないですけどね。やっぱり日本の方が全然海は綺麗だと思うんですけど、楽しみですね。改めてこう日本の良さも知れる機会になるかもしれません。そしてやっぱスリランカだからこそ見える、日本では見れない景色を見れる可能性あるんでね、楽しみです。さあ、朝食いただきましょうかね。この下にあるっていうことで、そんなに時間がないんで急がないと。わあ、めっちゃいい環境やん。シュノーケリングが帰ってきたらゆっくりしよう。練習しながらプールとか泳ぎたいね。あ、そうだ。あ、これか。ウェリガマキッチンっていうところですね。これですね。誰もおらんよ。Good morning. マニお、人少な。オッケー。ああ、こうな。はい、なんかいい感じですね。トマトとかありますし、キャロットシューター、これスムージーみたいな感じなのかな。パッションフルーツシューターっていうのもあるし、この辺ヨーグルトとかですね。マンゴーヨーグルト、パッションヨーグルト、これなんや、ビッチャームエシリーみたいな、なんかようかなんですよ。この辺フルーツ嬉しいな。バナナ、パッションフルーツ、パッションフルーツがやっぱこの辺有名なんかな。スイカ、メロンで、これがパパイヤで、バナナがなんか水に浸されてるんですね。パインとか面白い。で、ここはなんか水系のドリンクかな。すごい。で、こちらパン系ですね。カステラみたいなバターケーキとかチョコレートマフィンとかあります。
はい、クロワッサンもでかいな。でなんと朝からアイスクリームをいただけるんですよ。バニラアイスクリーム、チョコレートアイスクリーム、ストロベリーアイスクリーム、フルーツ&ナッツアイスクリームといただけます。めっちゃええやん。この辺もドーナツとか、ね、ダークチョコレートとかめっちゃいい。でここは何これ、あ、紅茶がいただけるんや。あ、わあ、これがポテトカレー、カレーですね。カレーがいただけるんでめっちゃ美味しそう。これ何、なんか卵が入ったカラみたいなのになってる。この中に入れるんですかね。すごい。これちょっといろいろ試したいけど時間がねえな。これご飯があるな。ミルクライスやって。何ミルクライスって。なんかいろいろありますね。はい、ちょっと一つ一つね説明してたらもうこの動画がね10時間以上になってしまうので、こうやってこんなものがあるっていうだけ紹介していきますね。この辺はインディアンの料理みたいですね。インド料理。うわ、何これ、面白い。なんか見るだけでも面白いですね。カレーかな。こっちもまたパンがあるけど、これはスパランカンスイーツって書いてあるけど、アジア料理もあるんですね。めっちゃ種類多いやん。おかゆ、ベジタブルスープ、あ、フォーみたいなのも作れるな。この辺はアメリカンブレックファスト系なんかな。この辺はなんかよく見る系のやつがありますね。ボイルドベジタブル。あ、サンキュー。サンキュー。ここはオムレツを頼めるのかな。これ書いたらいいのか。Chicken curry? あ、いや。Spicy? あ、not spicy. No spicy. いや、サンキュー。こんな感じでオムレツとかの卵系のフレンチトーストとかもあるな。朝からカレーも食べてくる。フィッシュカレー、チキンカレー。そういえばサラダみたいのがないですね。あるわ。ないわけないですよね。あった。ちゃんとサラダもありますね。サラダだけ食べたいと思ったのにカレーとかしかなかったらどうしようかなと思って。ベーグルとかもある。シリアルとかも。これめっちゃいいな。こんなんあと30分ぐらいしかないのに。ドリンクも面白いですね。バターミルクとかガバジュース、フレッシュキューカンバージュース飲みましたね。ウェルカムドリンク、フレッシュミックスルジュース、フレッシュウォーターメロンジュース、ブラックカレントジュース、初めて見る。パイナップルジュースもありますね。いや Your coffee and also Okay, good. Very good. if you want anything, let me know, okay, sir? What? Ceylon tea? Let me know, okay, sir? Let me know, okay, sir? Sorry. 全然聞き取れん。申し訳ないですけどね。なんかこっちの人の英語が全く聞き取れん。いや僕も基本英語できないですけど、多少なんかこうホテルで使うような言葉がなんとなく分かったりするんですけど、もう全く分からんですよ、何言ってるのか。コーヒー一つお願いするのでもめっちゃ時間かかりました。ブラックのコーヒーでいいって言ってるけど、なんか本当にそれでいいのかみたいな、砂糖入れないのかみたいな感じでこっちの人やっぱ砂糖めっちゃ入れるんでしょうね。まず目覚めの一杯からキャロットショットいただきます。大丈夫かなこれ。いただきます。あ、うまっ。めっちゃ新鮮なキャロットジュース。ここはねキュウリまでジュースにしてますからね。そしてウォーターメロンジュース。うわナチュラルやな。ほんまにスイカを絞ったって感じ。最高やな。いやーこれもうちょっと2時間ぐらい入り浸りたかったな。いやもう30分もないですね。あと15分ぐらいではもうここ出ないといけない。野菜もうまい。オムレツうまそう。うまい。嬉しいですね。このクオリティのものが食べれるホテルに結構安いポイントで泊まれるね。ちょうど僕ねこのスリランカの旅が終わってから東京に行くんですよ。で東京で1泊しないといけないんですけど、そのホテルを探してて、マリオット系だと東京で一番安く泊まれるホテルのポイント数でここ2泊できます。すごくないですか。東京でこのクオリティのホテル泊まったら多分どれぐらいするの？10万ポイントぐらいいるんじゃない？ここ2泊で5万ポイントですからね。すごいっすよ。現金だと2万円台かなここで。2万円台って言って1人で泊まったらまあ損ですけど、2人で泊まったりするとね
1人でも2人でも同じ値段なんで1人1万円台で泊まれるってことですね。このクオリティにめっちゃいいと思います。 Good morning. うまいに How are you? How was your breakfast? Very good。えらい絡んでくる。はい、それでは今から Uber 呼んでいきたいと思います。700円ぐらいですね。来た。ジップインターシティっていうのはなんかよくわからんですけど。はい、これで行きます。よし。はい、タクシー来るかな。あ、来た。トヨタのプリウス2474。プリウス来たかな。あ、来た。来た。これや。かっこいいな。めっちゃかっこつけてるやん。Thank you. Hello. 408. 408? 88. Okay. すごいね。OK。さあ目的地に降りました。いきなり野犬とか出てますけど大丈夫か。この辺なんですけどね。あ、これここかな。Ajay Snorkeling Center. It's like a far away. Far away. Yes. About 1 kilometer. 1 kilo? Yes, 1 kilometer. Wow. Ajay Snorkeling Center. Kilometer किधर तीन होने? This is you. Yes, Ajay Snorkeling Center here. No, it's impossible. ああ。Location ने कभी ना नहीं देखा ना. 1キロ離れてるとか言ってる。本当に？地図ではここに出てるのに1キロ歩かなあかんとか言って。わ、Thank you. 200. え 200. You wanna do snorkeling? Yes. Yeah. Turtle You snorkeling. have a booking. Yeah. Already booking. So you need to work in about 10-15 minutes. 1050. Like very fast working. あ If you work in slowly, about 20-25. あ。マジでここの。 Straight. なんでやねん、ここじゃないの？あと1キロ先とか言ってるけど、どこにあんねん。全くわからん。今どこにあるかわかりませんとか言うけど、正しくないとか言ってる。なんか場所が間違ってるって言って、ここやって言われるんですけど、そこクリックしてもここになるんすよ。どないなってんねん、もう。マジでありえんわ。なんか、俺がスノーケリングのゲスト初めてみたいな感じで言ってんな。マジで？なんで口コミとか書いてあったやん。ごめんなさいみたいな。 Google のロケーションは間違ってましたみたいな。 OKOK 連れて行ってもらうことにしました。あ、なんか迎えに来てくれるとか言ってんな。でももう乗ってしまったな。なんか迎えに来てくれそうだったけどしょうがない。なんか Google マップの位置間違えてたみたい。あ、今迎えに来てくれる人がいたっぽいな。しょうがない。むしろこのトゥクトゥク代を払ってほしいぐらい。もし皆さんがこれ利用される際はもう多分地図アップデートされると思うんで、こっち側にしてください。ここですね。前はこっちに行ったんですけど、こっちですね。グリーンタートルスノーキングセンターっていうところ。スノーケリングセンター。アジャじゃないです。まさかの到着したやつでなんかみんなに。はい。දැන් යනවා එපතට නෑ. නෑ ලේසි වෙල යන්න බලු ටික දාගෙන හොඳේ. මෙහෙන් බලුවොත් මෙහෙන් නැත්තම් එහෙන් කරන්නේ. හරි මචං. මොකද හොඳයි මේක කරා. あんなに乗るのトゥクトゥク。やばくない？めっちゃ乗るやん。何乗ってた5人ぐらい乗ってたの。グリーンタートルスノーケリングセンター来た。ジャパン。Outside door with 10 country, no finish 10 country. ああ、いろんな方が来ていると。I need fin。Yeah. どれがいいんや。Different size. 27? Yeah.
happy. I am first customer. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Really? Now I hurry no. みんな友達みたいな感じだよな、ここの人ら。なんかめっちゃ仲いいし、ああ、あの店かみたいな感じでね、連れて行ってくれるとことか、めっちゃいいっすね。Oh, gimana? 犬が吠えすぎやろ。ビーチパラダイスって書いてる。若干カバン置いてるのとか不安やけど、まあなんとなく大丈夫な空気があるのと、後でしっかり何も取られてない確認ですね。家食べてるガジュマルみたいな、なんかゲームの世界観みたいな、こう歩いてるといろんな人に話しかけられるんでゲームっぽくないですか。わお、いいね、いいね。裸足で行くんやこの人。僕はマリンシューズと書いてるけど、ほらいろんな人が話しかけてる。わあ、めっちゃいいんだ。もう泳いでるやん。いろんな人が話しかける。おお、めっちゃ透明度高い。素晴らしい。透明度半端ないな。ちょっと風があるけどな。いや、いい感じやな。いい感じ。これは楽しそう。ウミガメがまだ見当たらない。謎の時間が過ぎてます。Okay, okay. This area after turtle, okay? Okay, okay. This area finished, okay? Okay. Okay. このエリアにはカメいないみたいな。他の地域に行くから今から歩いていくの。もったいぶってた。最後かなり良かったな。
今から違うところに亀のスポットに行きます。表面はね結構透明度があるように見えるんですけど、結構中はなんか濁りを感じましたね。おお、牛がおるやん、こんなところに。いやー、のどかやな。1 kilometer? Go tuk-tuk, yeah? No, I pay, no problem. あ、いやいや、トゥクトゥクで行く。トゥクで送ってくれるみたいですね。よっしゃ、次のスポット行きます。あ、Thank you。よいしょ。行きます。素晴らしい。うわ、すごい波やな。こう行くん滑らんのか。すごいな。ここはなんかウミガメを飼ってんの。このおっちゃんマジで裸足とか素手とかすごいな。分厚いんやろ。金弱の森はちゃんとこうマリンシューズとか、本当は手袋も履きたかったのに忘れてた。ここに本当にウミガメがいるんか。めっちゃ見てます。何を思うの。
Okay. You happy? Happy? Okay. Okay. Nice to meet. Thank you. いや、すごかったな。あんな大きいサイズのカメとか初めて見た。やっぱり海外の海は海外の海の良さでよくわかるし、一個もっと大きい海の夜景を持って泳ぐの？泳ぐんや。ワンコも日常的に泳ぐんですね。これはかわいい。ワンコも水浴びしたくなりますね。かわいい。泳ぎはせんねん。面白いな。すげえ。普通に海入るんや、犬。めっちゃ滑りそう。もしかして歩いて帰るんか。なわけないな。そんなわけない。待ってくれてたわ。なんでシャワーも浴びさせてくれるし、この後ミディスタビーチ撮影したいって、なんかそこもトゥクトゥクの人が連れて行ってくれるみたいな。これはありがてえ。なんとお茶も出してくれるじゃないですか。お茶ですね。セイロンティー。シロンティー。セイロンティシスター。ありがたいですね。タオルも貸してくださったし、もうちゃんと綺麗に全部の機材とかも I one day 洗っとけよ。 4 cup. One day 4 cup black tea. Me. Black Oh, tea. really? Every day. Oh, every day. People snorkel, Yeah, you yeah. living. Other people come in I black tea. ああ、いや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 。1日4回も飲む。 Ginger tea, ginger. ジンジャーティー。 Ginger あ and あ、 black tea. オーケーオーケーオーケー。砂糖。ああ、ちょっと入れるか。砂糖にちょっと入れます。マスターマスター。This one is Japanese spoon, yeah? ジャパン、ジャパン。 Japan. おお、really? いただきます。ジンジャーが効いててうまっ。ああ、ナイスナイス。ベリーグッド。いいな、ジンジャー。紅茶を飲む生活、いいっすね。コーヒーもいいけど、紅茶もいい。めっちゃうまい。ちょっと喉痛めかけてたからめっちゃいいわ。いやー、なんかいいな。めっちゃのんびりした時間を過ごしてる。一体今何時なんかもわからんし、動画編集せなあかんと思ってたけど、こういう時間も大事にしたいなと思いますね。10時45分か今。ハチがおる。やべえ。アブか。Water monitor, go. Water monitor. 何すげえすげえ。何これ。すごっ。何あれ。何。コモドドラゴン。すごい。恐竜やん、こんな。今のが普通に生きてるんですね。デンジャラス。この尻尾で攻撃してる。やっぱ普通
上に女の人に振ってるってことは日常なんですよ、これがいるのが。全然反応せえへん。ゆっくりと。おお、でかいバスだけど大丈夫？疲れるよ。わお、やばいやばいやばい。バスを待たせんのか？半端ないな。すごいな、こんなの普通にいることがすごい。行ってしまった。397円。やんねえ、メニメニトゥクトゥク。いやいや、tukar mewah ingin nih. 1,500 and Mirsa Glopeng. How much? 1? 1,500. Value go. OK。現金で払わなあかんけど。ミリスタビーチで待ってくれるんやったらありですよ。Thank you! 楽しかったなって。いきなりガソリンスタンドに寄るところもこういうところらしいですね。日本じゃ絶対ありえない。人を送ってる時にガソリンスタンド普通に寄る。いいっすね。なんか壊れてたから直す。Okay. Mr. Beach? Yeah. さあ、ミリッサビーチに来ましたね。ここから入る？ここから。はい。No, no. Japan. こんにちは。ニーハオって言われますね。これが噂のミリッサビーチ。すごいな、波が。これは素晴らしい。ミリッサビーチめちゃめちゃ人おるやん。個人的にはこういうビーチ好きじゃないな。まあでもいいビーチだと思いますけどね。お、ちゃんと待っててくれた。はい。OK。Okay. Thank you. Beach good, sir? Yeah? Good beach. この辺お店とかも多いな。歩いたら歩いたりで楽しそう。スネーク。スネーク。ヘビーミス。怖い怖い。Tomorrow they start from go visit?
No, no, no. Tomorrow, in hotel. すぐに次の日の約束とかを取ろうとしてくるな。いや、たまにはいいんですけどね。やっぱ現金使わないといけないからな。ウーバーはやっぱクレジットカード使えるのがいいですよね。だってここで現金なくなってしまったら下ろしに行けないですもんね。はい、それではね、一旦部屋に戻ってシャワー浴びたり着替えたりしてちょっとゆっくりしたいなと思います。いや楽しかったな。まあこのためだけにここに来たっていうのはありますからね。まあでもホテルもめっちゃ快適そうなんで、あとはゆっくり、本当にゆっくりしたいと思います。おいおいおい、人の部屋のベランダに何入り込んでんねや。おいおい、なんか風強くなってきてるな。じゃあ歩いて5分のところにご飯食べに行きたいと思います。ちゃんと歩行者が歩く分だけ開けてくれるんですね。昨日とは反対側に行こうと思います。なんか急に風強くなってきたな。なあワーゲントゥクトゥクめっちゃおるな。やたら観光スポットに連れて行こうとするな。で昨日のね、電車トゥクトゥクのねお兄さんに手伝ってもらって買いましたけど、なんかどうやらネットでも買えるみたいですね。なんかオンラインチケットみたいなの出してる人がいたから、このスリランカレールウェイズっていうサイトからブックユアシートってなんかできますね。これで明日のはやってみよう。どっからみたいな感じで、例えばチューズステーションウェリガマやからウェリガマとコロンボフォートまでみたいな感じでできるな。日付明日11月か。早いな。ノットオブパッセンジャー、ノーオブパッセンジャーどういうこと？あ、ここは人数書くんやで。一人でサーチ。ワンウェイトレイン。Seat cannot be selected according to 何いっぱい？グロサーフキッチン。ここかな？ここら辺っぽいな。ちょっと渡ってみるか。ここもレストランやけどここじゃねえな。グロサーフキッチン。もうちょっとこっちか。こっちっぽいね。これかな。これっぽい気がする。グロサーフキッチン。ここはホテルか。この横やな。ここか。こんな細いとこ入るんや。グロサーフキッチン。ここ入るん？すげえ。こんなとこ入んねや。こんなんめちゃ迷路やん。すごいとこ入るやな。どこや。通り過ぎてた。ここやな。やってる？もしかして時間2時とかに来ちゃったから閉まってる？オープン？オッケー。よかったよかった。テイクアムービーオッケー？オッケー。よし。開いててよかった。フレッシュジュースとか持ってる。ここは観光地価格っぽいな。マンゴーシェイクとか400円やから日本とかと近い値段。でも全然安いですけどね。ご飯系がやっぱ昨日のところよりはちょっと高い感じですね。朝食もやってるんや。プロスペシャルライスとか書いてるの。スリランカコっていうのはやっぱこっちの方がちょっと高いな。Most popular Sri Lanka rice and chicken rice and curry. Yeah. one. ここ毎回1とか聞かれるけど2頼む人がいるんかなこれ。
毎回1って確実に聞かれるな。で、一人で来ててチキンライスカレー3みたいな人いるんかな。なんか毎回聞いてくるな。どうしようかな。なんかドリンクもいっちゃうか。ミルクシェイクとか行きたい。マンゴーミルクシェイク。やばいな。チケット買おうかなって思ったんですけど、なんか空いてないっぽいんですよね。明日も明後日も。やばい。帰れへんよこんなん。最悪タクシーとかで帰るしかないな。めちゃ高額払って。マジかよ。半端ないな。あのトゥクトゥクのお兄ちゃん迎えに来てくれたな。嘘だろマジで。空きがないんですよね。コロンボフォートでしょ。これ明日1日1人でやって、消えた。くそ。練り我慢コロンボフォート明日でしょ。また間違えた。またリセットをしてもだ。はい、入れ直しなんです。もうこのサーチとリセットのね、色が一緒とかっていうの間違いやすいですよね。あんま良くない。こういう UI は良くない。なんか席が空いてないっぽい感じがするな。やっぱ空いてないな。マジでほんまにこれ見つからん。昨日のうちにやっとくべきやったか。これ日付を2日に帰ってサーチしてもいや見つからんな。これほんまに出てくるんかな。3日にしたらいけるんかな。3日やともう僕帰ってるからな。無理やけど、一応念のために普通は出るのかどうか。これも出ないぞ。なんかやり方おかしい。はい、それでは食べたいと思います。飲みたいと思います。今電車のが取れないんで焦ってます。最悪タクシーで帰るか。タクシーやとね1万円ぐらいかかるんですよ。まあね絶対払えない額ではないですけど、電車でファーストクラスで730円で行けるところをね1万円かけて空港に帰るみたいな。そんなことありえないだろ。いやそれだったらここにねもう1泊増やしてもうそのまま空港帰るみたいな手段取りたいと思いますけど、まだ明日のホテル取ってないんでいただきます。うまっ。グッド。いやなんかソフトクリームのマンゴーのアイスクリームをなんか飲んでるかのような感じですね。これはカレーと一緒に食べたいですね。カレーが辛いからこれで中和するみたいな。どうやら調べてるとなんかファーストクラスが空いてないだけで電車自体はなんか乗れそうな感じなんですよね。ただずっと立ってるようなぎゅうぎゅうの中で帰らないといけないみたいな感じで、いやここ判断のしどころですね。あれきつそうやったな。なんかスリとかいそうやし荷物多いしね僕。そのリスク考えたらマジでタクシーでなんやったらもうトゥクトゥクで行く方がいいんじゃねえかみたいな。あの兄ちゃん迎えに来てくれんかな。ちょっとあの兄ちゃんにも相談してみよう。帰りのファーストクラスが空いてなかったみたいな。あとね一つ豆知識忘れてました。僕電車って言ってましたけど昨日乗ってきたやつね、あれ電車じゃないらしいです。あれまだ電気化されてないらしくて、正式には鉄道っていうみたいです、僕らはもう電気で走る電車が当たり前ですけど、あれは電気で走ってるわけではないので鉄道ですね。豆知識でした。それよりどうしようかな。今トゥクトゥクのお兄ちゃんがね電話かけてきて、ファーストクラスは空いてないけど多分セカンドクラスとかは空いてるはずだと。で明日からなんか3連休らしいんですよねスリランカも。だから全然空いてないと。でセカンドクラスとか駅でしか買えんから、そのマリオットの受付にセカンドクラス買ってくれって言ってくれみたいな。で今調べてるとね空港までも次コロンボのね宿を取ろうかなと思ってるんですけど、そこの宿もだいたい2時間20分ぐらいで車で行けそうなんで、最悪はタクシーで帰りたいと思うんですけど、ただ1万円ぐらいかかります。でもこれ日本で2時間の距離走ったら10万ぐらいするんちゃうんですか。わお来たすごいすごい。はい、ちょっと光眩しかったんで場所を移動しました。はい、ちょっとファーストクラスがねもう空いてないんで、セカンドクラスとかはなんか駅に行ったら予約できるとのことで、この後ちょっと駅までまたトゥクトゥク使って行きますかね。それで空いてなかったらあれですけど、それをやり取りできるんかなって話ですよね。じゃあちょっとこれからいただきます。どうやって食べるのにこれと一緒にご飯食べたらいいかな。スパイシーとか聞かれんかったから辛いんか。
これはなんか普通にこれだけ食べてもうまい。玉ねぎとかトマトとかをこうスライスした感じ。こっちから食べていきましょう。チキンカレー。普通にうまい。めちゃめちゃうまい。これ日本人にも合うな。めちゃくちゃうまいわこれ。癖がない。なんか普通のそのバターチキンカレーみたいなそんな感じです。これ人参カレー。ちょっとピリ辛ですけどうまい。今のとこ全部辛くないしうまいぞ。じゃあ次この謎の乾燥物。これ辛そうな気がしてきたな。これもうまい。めっちゃうまい。ここうまいな。めっちゃなんかサクサクのポテトチップスみたいな。ご飯食べるみたいな。これは辛そうやな。なんか本格的なカレーっぽい。いただきます。これも辛くないな。控えめにしてんのかな。最後なんかちょっと辛そう。唐辛子みたいな。これも別に辛くない。普通に全部うまいな。これ逆に全部これ食えんのか。ボリュームがすごい。はい、全部で1441円でした。安いっすね。いや美味しかった。ここまた行きたい。それでは今からですね、駅に向かいたいと思います。ちょっと帰って編集したかったんですけどね、明日の電車が取れてないんでやばいですね。でファーストクラスがネットから予約できるのに全然空いてないと。明日から3連休だと。マジかよみたいな。だからちょっと直接駅に行ってちょっと聞けるかどうかも分かんないですけどね、Google 駆使して翻訳で見つけたいと思います。トゥクトゥク見つけるか。多分歩いてたらトゥクトゥク見つかるでしょ。ウーバー呼びたいと思います。トゥクトゥクで行ってくれるでしょ。トゥクトゥクやで125円で行けるんでこれで行きます。ここら辺もビーチになってるんですよ。大江ビーチですね。結構ちょこちょこといるみたいですね。まさかの全然ウーバー捕まらんやんけ。どないなってんのよ。野良のトゥクトゥクも全然来ないな。ちょっと場所が悪いか。あの辺めっちゃおるけどな。ちょっとあの辺歩くか。交渉するのがめんどくさいな。Welcome railway station train ticket after Marriott. Okay, how much? 1,000 yen rupiah. 1,000 は高えな。OK? OK? ちょっと高いけど。日本人日本語喋れる。ちょっとだけ。すごい。仕事で3年OK。必ず最初なんかちょっとふっかけてくる。でウーバーの値段見せて妥当な金額言うと大体いけます。でこの人ウーバー持ってるぞみたいなこともなんか言ってるから。こちらの人は結構やっぱ英語の文章を見せるとすごい理解してくれるんで、やっぱ英語に関しての教育は日本人よりもなんかしっかりしてるのかもしれません。ただ発音はなんか全然違う気がする。着いた。OK。トゥクトゥクの人待ってくれるのいいっすね。どこで買えばいいんや。これ駅っすね。どこで買えばいいんやろ。ここか。ここ窓口になってるんか。Tomorrow you have to go Matra railway station. There are no reservation in that station. Where? We don't have reservation facilities. You have to go Matra. マータラステーション。 Yes, yeah. マジかよ。この駅では予約できんとか言ってマータラステーションってどこや。エリガマからコロンボフォートに行く電車は結構あるっぽいけど毎日出てる。どう見たらいいんか全く分からん。上やと思うんですけど。トゥーコロンボフォート5時9時3時昼からもう12時42分5時14分急にそっから遅くなるんよ。どれに乗ればいい。朝とかしかない。昼からがここしかないっていうことなのかな。午前中やったらあるっぽいな。9時とかな。そんなん明日また楽しめへんやん。朝食とか。こっちがクラスチケットカウンター。困りましたね。全く
ちょっと予約取れないですね、3連休で。最悪はもうタクシーで帰るか。それもいいでしょうね。払えない額ではないんでね、最悪はこういう生き方もあるということでね。 This station no reserve. Yeah, Matara. Mother. No. Go Marriott. No Matara. No ticket. No. Not going. Yeah. Tuk tuk. To Colombo. That's I think. Go to Marriott. Yeah, go to Marriott. You photography? Huh? YouTuber. Yeah. Very nice place here. Huh? Mitigama. Very nice. OK マリオすぐ勧誘しようとしてくるから。このままねマタラ駅とかまで行って予約する手もあるんですけども、それしてたらねもうそれだけで一日終わってしまうんでね、仕事もしないといけないですから、一旦ホテルに戻って、明日のことはもうどうしようか考えます。最悪ねタクシーでも本当に、僕一人なんで1万円なんですけど、もしね何人かいたら全然高くないと思いますし、その選択肢もありというのをお見せしようかなと思います。気を取り直してホテルの中のプールでもちょっと撮影しましょうかね。いやここにあと1日いるっていうのもありなんですけどね、悩ましい。おすげえ生演奏や、かっこええ。いやー素晴らしいっすね。電車のチケットは取れへんけど、これで気持ちを晴らそう。おお、サーフィンもできるんや。サーフィン How much? $25. $25. Oh, here. I did. Stand up. あ、いやいや。25ドルでできるんや。$20. 20から。I did another $6,000. サーフィンいいな。OK。Thank you。サーフィンは20ドルとかでできるんやったらまあ悪くないっすよね。いい体験になりそう。めちゃめちゃいい波やもんな。ただ一人では撮影できんな。サーフィン撮ろうと思ってやっぱ誰か必要っすね。あ、そうか今日ハロウィーンか。プライベートヨガセッションとかもあったんや。こんなキッズクラブもあるな。お子さん預けて楽しむこともできますね。めっちゃレモングラスのいい匂いする。気持ちいい。気分を癒してくれるわ。帰りの電車チケット取れんからな。はい、それではね、ハイティーっていうのがね、マリオットボンボイプラチナ会員の特典であるみたいで、それをすっかり忘れてました。いろいろとね、マリオットの人ともやり取りしてて、その電車のことでね、いろいろちょっとどこの駅で予約するべきかとかっていうのをお知らせしてなくて申し訳ございませんでしたみたいな感じで、マネージャーさんが来てくださるということで、ちょっと特別に今6時なんですけど、6時から、ハイティーさせていただけることになりました。多分5時までだと思う。5時半までなのかな、ハイティー。昨日はね、ハイティーチェックインした時に体験できなかったんですけど、僕もバタバタしててそのハイティーのこと忘れてたんですけど、ちょっと楽しみですね。全然来ない。ここでハイティーが飲めるみたいですけど、話し合ってんのかな。 Really sorry for the inconvenience. いや OK thank you。 いやーすごい楽しみですね。 The high tea is getting ready. OK Yeah, and you'd like to have a drink also. メニュー Like for the high tea, tea, coffee, ティーか iced tea, iced coffee, ティーカフェ tea, ティ black tea with milk. ーブラックいや Okay. OK なんかようわからんけど行こう。おい前隠れてまうやん。たっぷり入れるな。 OK。 この時間にこれ食べるとちょっとお腹いっぱいになりそうな気もするし、全然足りん気もするし、また中途半端な時間に夜ご飯食べに行くことになりそうで怖いな。これどうすんねん。全然前見えへんやん。これぐらいだったら見えるか。
それでは見えません。はい、そしてちょっとティーからいただきましょうか。紅茶がうまいな。ミルクティーにしてもめっちゃうまいわ。ハイティーっていうのはね、何なのか、どっちから食べるんか調べてみます。ハイティーは夕食を兼ねたお茶の習慣で、主に労働階級から始まりましたと。アフタヌーンティーが軽食中心なのに対し、ハイティーは肉料理などのメインが提供されますと。食べる順番はまず塩っ気のあるセイボリーから始め、次にスコーン、最後にスイーツを楽しむのが一般的ですと。セイボリーってね、この下っ側がなんか塩っ気ありそうなんですよね。でその次スコーンなんかどこなんねん。スコーンなんかないけどな。多分一番上がスイーツなんで、なんか書いてんな。最下段はサンドイッチ、中段は温料理、最上段はデザートってなってるやん。どっちからやねん。一番下から行きますと。そんな真ん中行って下行くみたいな、なんか変なルールないでしょ。下から上とかそういう感じだと思うんで、日本だとハイティーを楽しめるホテルとかあるんかな。あるんですね。下からいただきます。サンドイッチ。みんなこんな遅い時間までめっちゃ泳いでるな。俺も泳いだけどな。その後はなんかバタバタしてたな。でも動画間に合いそうにないんで、今週休むことにしました。休むことも大事ですね。そんなことも教えてくれるんですね。次はなんかブリトーみたいな。ちょっと熱いな。うまい。ちょっとね、なんかさっきのサンドイッチもこのブリトーも生地がちょっと硬いですけど、中の具は日本で食べるレベルで美味しいですね。しっかり味が入ってて、なんか2段目の方が塩っ気めっちゃあるな。塩っ気すごっ。お茶が合うな。なんかスリランカにいるとあんまりお酒飲みたいって感じにならないな。紅茶が飲みたいって感じになるな。うまくできてるな。紅茶文化なんですね。すっかり健康やな。体調崩してたのにな。さあデザート。ティーがうますぎて全部飲んでしまったな。1杯分じゃ足りんかった。全部食べたらマジ夜ご飯食べられへんね。ボリューム多いしかな。甘っ。スイーツが甘い。こんな感じのバーなんですね。はい、ハイティーをねいただいてから部屋でね、なんかパソコンとか見てたらいつの間にか時間が経って、もう夜ご飯食べに行くのめんどくさいなみたいになってます。病み上がりみたいな感じでね、今日シュノーケリングでね泳いだりとかして、ちょっと疲れてるのもあるので、今日はですねクルーズ旅でねいるかなと思って持って行ったけど全く食べなかった味噌汁ですね。味噌汁を今日いただきたいと思います。スリランカで飲む味噌汁美味しいやろな。こういうの持って行っておくといいと思います。特にスリランカは結構カレー系の食事が多いし、なんかこういう味噌汁みたいな味ってないから、こういうの一つ持って行って、こんな僕これ何種類12食ありますけど、こんなにそこまでいらないと思いますけど、1週間旅したら1日2日ぐらいはちょっとこう味噌汁入れるみたいな感じあってもいいんじゃないでしょうか。というわけで今日は味噌汁って、カップ麺まだあるんですけどね、かさばるからね消化したいんですけど、今日明日でスリランカ終わりなんでね、今日は味噌汁で出ました。またどっかランチに行って、そこからもう電車のねチケット取れなかったんで、もうタクシーでコロンボまで向かいたいなと思います。もうねコロンボで出会ったねトゥクトゥクのお兄ちゃんが電車降りた後は俺使ってくるよみたいな感じで、期待してるのにタクシーで行くっていうね、申し訳ないですけど、その次の日とかにね使ってあげて、なんか一緒にご飯行こうよみたいな感じできたらなと思ってるんですけどね。めちゃめちゃサポートしてくれたし、めっちゃ気にしてくれてたんで、やっぱなんかねスリランカ来てすごい思うのは、めっちゃみんなフレンドリーですね。でインドの人もフレンドリーなんですよ。でインドとねスリランカって多分お互いに近い国同士だから、結構なんか敵対視してるとこも多いらしいんですけど、似てるっちゃ似てる部分もあるんですけど、インドはやっぱすれてる人が多いので、なんか慣れ慣れしいけど結構詐欺師も多いみたいなイメージなんですけど、スリランカは慣れ慣れしいけど詐欺師はいないんじゃないかなみたいな。ちょっとなんかぼったくろうぐらいな、もう本当に可愛いもんです。
5倍とか10倍とかそんなぼったくりじゃなくて、なんか 1.2 倍ぐらい、本来100円でいけるとこ120円って言ってみたり150円って言ってみたりみたいな人がいるぐらいなんで、まあ可愛いもんだなと思います。しかも物価が安いんで、まあ僕たち日本人にとっても、まあ多少、まあそのまま騙されたとしても別に痛くないみたいな。日本に比べたら全然安いみたいな感じなんで、それがすごいいいなと思いました。すごいフレンドリーで、みんな友達みたいな感じでいろいろ接してくれるのはありがたいなと思うんですが、やっぱり日本人って頭が切れる人が多いのかなっていう印象はしますね。こちらの人と話してると、なんかその数字のことだったりとか、なんかこの場合だったら先にそっちやっといた方がいいんじゃないみたいなことをすごいなんかどんくさかったりする部分もあったりするので、まあそれはね可愛らしく感じたりもしますし、まあその辺がなんか島国らしいみたいなところが出てるのかなと思うんですね。島国って言ってもその日本の島国とは違って四季がなくて、ね、本当に多分年中あったかいみたいな感じなんで、いや面白いですね。いや、すごい好きな国の一つになりましたね。また来たいと思うし、まあ今回ね、やっぱ行かない地域、シーギリアロックとかね、有名ですけど、そこには今回あえて足を運んでないんですが、まあそういった方面にも行きたいですし、キャンディーもいいっていう風に地元の人も言ってたんで、キャンディーとか行ってみたいですし、地元の人はなんかシーギリアロックがどうのこうのってあんま言わんかったな。なんかキャンディーがいいとかっていう話はよく聞きましたね。まああと海はね、やっぱ日本の方が綺麗だなと思いましたね。まあとはいえ、やっぱ日本では見れないものが見れるので、まあやっぱり海外に来たら一度はね、海の中を見たいなっていうのは僕の中の旅のルールというかね、こう島に行ったらルールというか。まああとね、前も言ったと思うんですけど、モルディブも近いんでね、そういうの好きな人はモルディブもついでに行くのがいいんじゃないかと思います。僕はちょっとスケジュール的にどうしても無理だったんでね。はい。まあそんなんいいんですよ。じゃあ、これで本番過ごしたいと思います。はい、それではね、おそらくセイロンティーをいただくカップで味噌汁いただきます。うめえ。味噌って最高やな。しかもネギとか。回復するわ。この感動、ぜひ味わってほしい。案件お待ちしておりますよ。はい、おはようございます。今朝の9時25分ですね。今日もいい天気ですね。今日はですね、コロンボに戻りたいと思うんですけど、今日一泊して明日の夜に帰るんで、だから明後日の0時45分の飛行機とかで帰るんで、まあ実質今日明日で最後になります。すでにね、かなり思い出深い旅になってますけども、残り楽しみたいと思います。いや、素晴らしいですね。ここまた来たいな。めっちゃいいとこ。はい、今日もここで朝食いただきたいと思います。あ、めっちゃ人多い。これ時間が遅いからか。スパイシーじゃないやつでこれ。OK。Thank you。はい、今日はこんな感じで取ってきました。昨日とほとんど一緒やんけみたいなね、感じ思いますけど、クロワッサンも取ってきてるのと、昨日はマンゴーヨーグルトだったのがパッションフルーツヨーグルト。そしてなんかこの謎の、なんか卵と白身で作ったみたいなやつ。と、ジュースはフルーツジュースとガバジュースですね。そしてパイナップルシューターっていうのにしてます。じゃあシューター決めますか。パイナップルシューター。昨日はキャロットでしたけど、いただきます。決まりましたね。うまっ。そしてフルーツジュースもいただきましょう。これもうまい。なんかすごい酸味も感じるな。ほんまにフレッシュな感じで、ガバジュースどんだけドリンク一気に飲むねんって。うわ、これはちょっとなんかキュウリみたいな。ほんまにガバなんかこれ。目が覚めた。これ謎なんすよね。How do you eat? Spoon. Okay. You get your hand. No. Okay. Okay. Thank you. このまま食べるみたいですよ。初めてや、こんな。すごいですね。多分これも白身なんですよね。
なるほど。なんてパンの生地みたいになってて面白い味。パンですね。なんか白身で作ってたはずやのになんかパンなんですねこれ。小麦粉なのかな。ほんで中にこう卵が。これは面白いな。なんて表現したらナンみたいなのが周りについてて中に卵が合う感じ。面白いですね。これ日本に来てもいいんじゃないかな。日本人にも合う。最高。ハト。なんか狙ってんな。こっち来んの？はい、なんやかんやで3時チェックアウトで部屋でのんびりしてたらめっちゃ天気悪くなってきてる。帰ろうと思ったらこう天気悪くなってくるんですね。いや、よかったよかった。で、近くでね、何かご飯食べるとこないかなとかって探したりしてたんですけど、まあこんな天気なんでね、もうそのままタクシーで戻ろうかなとも思いますが、なんかね、いろいろ調べてるとこの近くにですね、面白そうなところが結構あって、ここもいいかなと思ってるんですよ、ファミリーレストラン。ね、ここスリランカ料理楽しめるパブロレストランっていうところも歩いてすぐなんで、ここもいいかなって感じですね。ここもカフェもありやな。目の前やな。ママズカフェ。ここで軽く食べてお茶して帰るのもありですね。ノマドカフェっていうのもあるの。あ、これや。このアイスウェリガマっていうのがあって、なんか氷に入るアイスバスっていうのがあって、これもなんか面白そうですけどね。これぜひ試したいことは試してみてください。これもね、ちょっとやろうかなと思ったりしたんですけどね。水着着てないしな、今。はい、こういうのあるっていうのだけお伝えしておきます。いやー、雨がやっぱ降ってそうなんで、もうこのまま行きますかね。次のホテルに。ね、タクシーで。最初1万ぐらいかかると思ったんですけど、さっきウーバーで調べたら、8000円台ぐらいで行けそうな感じですね。ウェリガーマリオットから、ヒルトンコロンボに行きます。ヒルトンコロンボはヒルトンコロンボとヒルトンコロンボ レジデンスってあるんですけど、僕は普通のホテルの方にしました。そしたら、一応17,040で行けるんで、17,040? やっぱね、8,870円ですね。これ一人だからね、まあちょっと高いって思うけど、でもまあ2時間ぐらい走るんでね、2時間走ってこの値段だったら安いでしょ。日本だったら何もかかるんですか？ずっと車の中で作業もできるし、これで行きたいと思います。予約します。来てくれるのか？遠いから行かないっていう人も多そうやからな。確定。さあ来い。さあ来るか？早く手を挙げたもの勝ちやぞ。来たー。やっぱすぐ手を挙げましたね。トヨタカローラアクシオブルーの来ました。素晴らしいですね。待ちましょう。一応こういうチャットができるんで、途中で売店寄れますかみたいなことを聞いてみました。あ、わかりましたって言ってくれてるな。寄ってくれそう。ありがたいですね。来ましたね。あ、楽しんでくれ。Thank you。日本の車で帰る喜び。Thank you。あー、日本人ですか？日本人です。あ、日本語できるんですか？はい、できます。おほ。で、日本で仕事されてたんですか？2016年から2020年まで。4年間 ?4 年間。おー、すごい。なんか途中でコンビニというか、はい、お店、はい、何も昼食べてなくて、はい、よかった日本語が喋れる人で。僕日本の旅行 YouTuber してて、YouTuber わかる？YouTuber わかるんですけど、名前モーリーって言います。YouTube で、スリランカを撮影しに来たんです。で、今日帰りの電車がチケット取れなくて、でもタクシーで帰ろうと思って。コロナで帰ってきたんですか？そうです。あー、なるほど。スリランカ来たことありますか？初めて来ました。日本ではどういったところで働いてたんですか？最初は留学生です。あ、最初留学生？そうです。その後ビザ変わって仕事しました。何の仕事してたんですか？ビールの会社。あ、ビールの会社。アルバイトはサイゼリア。サイゼリアで。はい。花丸うどん。花丸うどん。すごい。いや、スリランカの人結構日本来てますもんね。これはいいんですか？ここ、なんですか？パン屋さんみたいな？そうです。いいですね。そこちょっと行きます。はい。ちょっと買ってきます。いやー、日本語わかる人でありがたいですね。で、ここ寄ってくれました。ワンちゃんいるじゃないですか。
なんかケーキとかも売ってるんですね。あ、ジャンボホットドッグとか150円とかで売ってる。チョコレートドーナツとか。ジャンボホットドッグ行ってみようか。でもなんもないけどな。ほんまにソーセージ入ってるだけやけどな。チキンバーガーの方がうまいかな。あ、こっちにもあるな。Most popular chicken bar. Oh, okay. Take out. それではなんかチキンパイみたいな感じだったかな。人気のやついただきます。コーヒーも買っとけばよかった。肉まんみたいな感じやな。チキンの肉まんみたいな。肉まんの生地がパイになってる感じや。スリランカは月曜日。月曜日。明日の夜中に帰る。いい国ですね。また来たいと思ってます。今回キャンディーとか、シーギリアロックとか行ってないんで、次はそっちも行きたいな。なんかキャンディーがいいってなんかみんな言う。そうです。あら。行ってない。行ってない。あ、今回それこそコロンボとウェリガマだけです。そこもいい。そうです。また来たいですね。ムワラエリアという町はスリランカの真ん中です。そこは涼しいです。これより涼しい。そうです。山の上。そうです。日本は良かったですか？そうです。良かったですか？どこに住んでたんですか？最初は東京、その後、名古屋に引っ越しました。名古屋のビール工場。そうです。ビール会社ってそんなに日本ってない？アサヒかキリンかサントリーか札幌？車のビール、タイヤの中あれ、ビール。ホイール。そうです。ホイール。はいはいはい。ホイールか。だから名古屋か。そうです。車。それのペンキ。ペンキ。そうです。でも日本大変じゃなかったですか？僕行きたいです。よかったですか？嬉しいですね。本当に住んでるならいい国です。いい国です。世界で一番いい国と。それは嬉しいですね。なんか日本にいると、やっぱ日本っていろいろ、なんか厳しいところもあるじゃないですか。細かいというか。スリランカってみんな優しいというか。そうです。おもてなしの心。日本も優しいですけど、なんか日本ってやっぱいろいろルールが厳しかったりとか。そうですね。ビザのルールも厳しい。スリランカも日本の車多いですね。そうです。いや、日本が良かったって聞いたら、日本人の人も嬉しいと思います。2ヶ月間ぐらい前、日本の女来て、ウーバーで会いました。日本人。そうです。1週間ぐらい、いろいろなところに。そうなんですか。案内したんです。今は、ウーバーの運転手だけしてるんですか？そうです。ピックミーという。ピックミー？そうです。はいはいはい。運転手してるっていうことですよね。それだけで稼げるんですか？他の仕事の給料よりいいです。素晴らしいですね。日本はね、ウーバーできないですからね、まだ。早くできるようになってほしいです。日本のタクシーは高いです。高いですよね。日本のタクシーやったら今日みたいな距離帰れないですよね。日本よりなんか急に自転車とかいろいろ飛び出してきて怖いじゃないですか。犬とかもね。そうです。電車はどうだった？ファーストクラス取ったんですよ。だからそんなぎゅうぎゅうとかはなかったですけど。テスラ走ってるんや。これ日本の車をスリランカで買うと高いんですか？高いです。高いんや。スリランカの車の製品は高いです。税金？そうです。300% ぐらい。300%？ そうです。関税か。300% ってすごい。3倍になるっていうこと？この車はね、スリランカルピーで7ミリオン。7ミリオン？そうです。じゃあ、日本円ですると350万円ぐらいか。そのぐらいです。高っ。高いです。めちゃ高いですね。だってこれ中古車ですもんね。2021年から今まで新しい車、スリランカにもらうことできない。中古しか。また。さっきの何ですか？コモドドラゴン。あれ、スネークとヘビみたいなやつ。ヘビじゃなくて、ワニ。
ワニ。ワニもいるんですよね。なんかちっちゃいワニがいるって聞いて。スリランカにも高速道路があるんよ。もう一個の方も同じ味でした。ドーナツにしとったよ。ここの高速代金は550ルピーでした。それは僕は払います。いい景色に。OK, OK, OK. Thank you. ヒルトン、ヒルトン、OK。お願い事があります。ん？できるだけ紹介することできますか？何を紹介する？私、ドライバーのこととか、案内のことやってるから。はい、誰が来るとき、電話番号とか。なるほど。そこまではちょっと出せんかもしれんけど、これで調べてくださいみたいな。はい。ありがとう。めっちゃ広い。Thank you so much. Thank you。めっちゃすっきりしたジュースうまっ。まさかのまだ掃除が終わってない。部屋が出来上がってないのでラウンジで待つことになります。これを巻くの？ Yes, you can like this. それでハッピーアワー。 Yes. ハーフパンツノー？ No. そうそう、オッケーオッケー。ハーフパンツダメだからこれ巻いていけと。オッケーオッケーオッケー。Yeah. You can take it from your head. ヘッド。 Yeah. Yes. Get into this. Yeah. Now you can tie up. で、ここは結ぶ？こう？で、That's オッケー。なんで笑われてんねん。合ってんのか。ナイスナイス。で、hungry? yeah. Okay. What time finish? 8:30. 8:30。結構遅くまでやってるやん。めっちゃいいよ。寿司。ジャパニーズ。Japanese. Yeah. Yeah. いいね。いやなんかね本当にいきなりわけわからん展開になりまして、ヒルトン着いた瞬間部屋がまだできてないと。もう6時23分なんですけどね、ありえない感じなんですけど、待ち時間にラウンジ連れてこられたんですけど、まさかの半ズボンがダメでこんなわけなんからん服着せられて、なんかめっちゃスタッフさんに笑われてるっていう、日本だったら怒られるような展開ですけど、その陽気さがねまだいいですね。じゃあビールいただきます。わけわからんままビール。8時半まででもご飯食べれるっていいっすね。しまった、フォークとか持ってくるの忘れた。それではなんかスープいただきましょう。コットゥとかね、なんかそのスリランカ料理もありました。このスープもうまっ。2つの部屋を紹介するからどっちかを選べと。これこれシティビュー、オーシャンビュー。この部屋か、この部屋もいいですね。綺麗にまとまってる。 OK。 浴槽はないですね。OK。 なんと多分お詫びのあれか、上のスイートルームをね選べるということで、たった
2万ポイントで予約したのにスイートルームに泊まれちゃう。奇跡。でも一人です。もう僕が英語できないって分かってずっとスマホで日本語を出してくれます。ありがてえ。床が絨毯引いてるのなんかコンクリートみたいに硬い。結構ね古さを感じるな。あ、なんか古い感じだけど広いってことか。暗いな。あ、でもこっちの方がいいな。古いけどな。ああ、なるほどな。This room, not renewal. ああ、悩ましいな。難しい。いや、ここもいいけどな。ああ、なるほどな。オールドルーム。ああ、なるほど。悩ましい。This. This one. Okay, okay. You can stay here. Okay. やっぱこっちっすね。はい、結局ねこのスイートルームを選びました。めっちゃ悩みましたね。いや、もうちょっと新しいと思ってたんですけどね、もう一つの方の部屋はね新しかったんで悩むところですね。ちょっと電気だけつけましょうか。はい、これで全部ついたかな。まあ、広さはねさすがスイートルームということでめちゃくちゃいいですね。仕事もできるし、ここでも寝れるやんソファーもあるしな。豪華なここでも寝れるやんソファーに謎の絵画もありますしね。そしてしっかりと夜景も見える。多分オーシャンビューだと思うんですよ。ちょっと今見えないですけどね。そして広めのベッドですね。古さはかなり感じますけど広いベッドです。そしてテレビもあります。ここにもなんかここでも寝れるやん台。寝れなくはないですね。丸まって寝れば。なんか歴史を感じるところですけどいいでしょう。そして洗面台はね特にやっぱ古さを感じますね。日本でもこういう感じのホテルたまにありますけどヒルトンらしくはないですね。でここもやっぱこのメーカーなんですね。もう全部このメーカーや。そしてお風呂はこんな感じ。広いですね。なんか日本のホテルみたい。あ、TOTOっすね。古いけどTOTOや。だから日本を感じるんや。はい、そしてグラスもあってこの辺は一緒ですね。全部のホテルに同じものが入ってる。水もなんか似てる気がするな。でケトルとカップですね。そしてその下に冷蔵庫ですね。でクローゼットを開けるとはいこんな感じでバスローブが入っててランドリーバッグ、セキュリティボックス、スリッパもあります。アイロン台もあります。アイロンもあります。はい、ドライヤーはアリセオっていう謎のメーカーです。レンタルキット、サニタリーバッグ、バニティキット、シャワーキャップ、シェービングキットですね。でこれがボディーローション、シャワージェル、シャンプー、コンディショナー。まだこれ持って帰れるタイプなんですね。これはありがたい。ナチュラルソープもあります。上にタオルがあります。はい、こちら側もね窓を開けることができたのでちょっと一回全部電気消してみますか。はい、これで今全部電気消しました。いや素晴らしい夜景ですね。なんかプールみたいのもありますねあそこに。今7時21分なのでまだ夜ご飯とか食べに行きました。前見に行ったタワーもありますねあっちに。でベッドルームの方からも同じ景色が見えるのと反対側ですね開けた方を見るとこれもなんかいろいろホテルかな。ホテルとか見えますね。ポートシティコロンボって書いてる。なんかあそこショッピングモールみたいになってるんかな。あそこなんかすごい今開発してたとこかな。なんかあそこら辺すごい開発が進んでる感じでしたね。まだ全然何も経ってなかったですけどもしかしたら2年後3年後にはここら辺すごいことになってる可能性ありますね。来てますよスリランカ。なんとここに来て注意しないといけないのが電源がね他のところのホテルとかはもう新しくなっててどんなタイプでも行けるようになったんですけどこれ香港式かなじゃないといけなくなってる。いや一応持ってきてるんでよかったっすけどこれは古いな。はい、こういうね変換がいりますね。気になるインターネット速度も速くねえな。ちょっとこれはネックですね。最初のホテルが一番マシやったな。やっぱり大手よりもちっちゃめのあそこもそんなちっちゃくはなかったけど現地のホテルの方がやっぱいいんですかね。これはきついな。はい、この辺りをねなんかいろいろ調べてたんですけど結構高級住宅街っぽいっすね。ご飯食べるとことか調べてもバーでもやっぱ5000ルピー以上って書いてるから日本円にすると2500円以上するしなんか銀座宝泉っていう日本食料理屋も5000円以上って5000円日本円で2500円以上やからまあまあ高いですね。でうまそうやけどな日本料理
どんな感じか見てみたいけどな。なんか安いマッサージとかもあったら行きたいなと思ったけど、日本食や。すごい。結構お高めっぽい感じしますね。でもなんか、鉄板焼きっぽい感じなんか、いい店っぽいな。ね、どれも値段ふさわしくありませんとか書いてる人がいる。やっぱコスパいい店はこの辺少ないから、やっぱトゥクトゥクとか乗っていくしかないんかな。前のお兄ちゃんに連絡して、うまい店連れてってくれみたいな感じで言うかやな。マッサージとかもね、なんかいいとこあればなと思ったんですけど、ちょっとメッセージしてみるかな。トゥクトゥクのカレン聞いたら、マンハッタンシーフードっていう店が美味しいみたいですね。で、今調べてみたんですけど、これっぽいな、多分。評価高いですね、確かに。10分ぐらいでトゥクトゥクが必要っすね。どの辺？ちょっと待って。ここって、前に泊まったホテルのすぐ近くやん。ここ行ってないよな。行ってないか、初日深夜に着いたもんな。やっぱこっちの方が便利なんですね。初日に泊まったホテルの方がなんか便利そうやな。安いし。やっぱヒルトンとかその辺はちょっといい地域になっちゃってるんですね。だからコスパ最強に済ませようと思ったら初日に泊まったホテルとか、その辺の方がなんか良さそう。なんと今から迎えに来てくれることになりました。いいですね。積極的。15分後に出るって言いました。はい、今ね、現金どれぐらい使ったんやろなって思ってたら、多分まだ1万も使ってないですね。3万引き出したけど、結構カードでいけちゃってるとこもあるし、現金はトゥクトゥクとかしかで使ってないんで、なんか1万5000円ぐらい使ったんかなと思ったけど、行ってないですね。まだ5000ルピーが8枚あったんで、普通に多分2万円ぐらいあるし、まだ他にも残ってるんで、1万弱しか使ってないですね。だから今日と明日でそれを全部使うことは多分ないと思うんで、いけますね。あれ？なんか間違えた。間違えました。これがロビーか。待ってた。さあ、今から行きますか。誰が迎えに来てくれてる。このロビーも、なんか、今から生演奏仕掛けてるやん。見逃したな。見たかったけど、しょうがねえ。もう約束してしまった。なんでこんなことばっかり起こるん？外に出ないといけないのか。どこで待ってるんやろな。Hey. Yeah, very good. Thank you. You coming? Welcome to here. Very far. Yeah, taxi. You coming taxi? Yeah. How much? Already eat? No, I know it. Eat. No. Just together. You want to go the which restaurant? Indian restaurant or the seafood? Seafood. Seafood, huh? Seafood. Okay. ご飯誘いました。この売り上げ取れへんかって悲しんでるから、じゃあご飯一緒に行こうと。彼のね、ワッツアップ見ると、なんとね、子供が2人写ってるんですよ。3人かな、これ。子供3人おるっぽいな。だからその息子2人と娘さんは1人なんかな。3人の子供を多分食べさせていくたびに頑張ってるんやと思うんですよね。だから本当はウェリガンまで行って、この売り上げ稼ぎたかったんでしょうね。っていうか、金額聞いてなかった。明日空港までトゥクトゥクで連れてってやるとか言ってるけど、行けんのか？行けるんやったらいいけど。いや、無理じゃね？何分かかんで。普通でも2000円ぐらいかかるんでね。それをなんぼで行ってくれるか。いろいろ良くしてくれたんでね、還元したい気持ちはある。僕が見る限りですけどね、このお兄ちゃん、運転もうまいっすね。危なっかしさがないというか、安心して乗ってられる。スイート。もうトゥクトゥクも止めれるんよ、ここに。来た、マンハッタンフィッシュマーケット。あれ、なんかちょっと名前違うな。聞いてたやつと。フィッシュこれか。マンハッタンフィッシュマーケット、Google 評価 4.5。素晴らしい店ですね。彼と一緒に行きます。どれがおすすめなんやろ。なんかいろいろ順番に頼むみたいな感じなんや。This is a Sri Lankan normal thing. Sri Lanka? Yeah, Sri Lankan pizza is the signature one, the dory. Most popular? Yeah. Sri Lanka. Oh, じゃあ、dory. Yeah, this. Garlic rice is no spicy. No spicy. 僕がそんなにね、今日食べれなさそうなんで。And a hand cut. OK. Yes, sir. Yes. まあそんなこんなでね、
トゥクトゥクのお兄ちゃんを食事に誘って一緒に来てますが、なんかちょっとお兄さんも緊張してる感じやな。やっぱ手で食べるんで、僕も手で食べるのを経験してみてもいいけどね。ドリンク頼んでいいよって言ったらなんかご飯頼むっぽいなまあいいけどまあでもここは全然安くはないです。まあでもね、余ったら余ったで持って帰ってもらったらね、お子さんにも食べてもらえるからいいでしょう。No problem. I already. No, me. Ah, yeah. Ah, yeah. This one? Okay. やっぱ頼むんや。シェアしようとか言うとったね。ドリンク。空港までトゥクトゥクで行けるか聞いてみよう。あ、彼は水を頼んだ。食べ物は頼むけど飲み物はいける。氷は入れたくないと。いける。How much? 明日帰りのが Flight? What time now? Flight. This kind flight. Yeah. Oh, okay. 7 o'clock? Yeah. How much? How much? You tell price. なんで高くなる？360 6050. 3,650. Yeah. So 4,000. No tuk-tuk. Car. No tuk-tuk. No tuk-tuk. Check. 車の方が楽やのにおかしいよ。せめて3000やな。ちょっと安くないといい。お、2000台言ってきた3000これちょっとしかない。そうなんか出てきたぞ。ごまかされて。オッケー。Tomorrow, 3000で行ってくれたらまさかの僕ぐらいじゃないですか。トゥクトゥクで空港行くの。 price. クレジットカード使えたら OK やけれど。Okay. 結局空港はウーバーで行った方が楽だろうっていう話になりました。そりゃそうやな。トゥクトゥク行ったらしんどいわ。さすがにきついって思ったんでしょ。これどう食べるんですか？これでいいです。どうやって食べるの？こんなに食べてんの？ポテトチップスやった。普通は手で食べるんかな。手で食べたらいいか。こんな時のためにちゃんとね、ウェットティッシュも持ってきてるんで、ウェットティッシュ使いますか？ちょっと彼と写真撮りたいな。めっちゃ電話してるけど。ではいただきます。普通にポテトチップスやん。これがフィッシュ、魚をなんか揚げたみたいな感じになってるけど、こういう感じだね。あ、これもポテトチップスついてくる。いただきます。こうやって食べるの。Good. In Sri Lanka and oh yeah. This one? Yes. Yeah. Yes. I'm lefty. こっちくれる。じゃあ this。OK。じゃあこのブリトーみたいなのいただこう。うまい。ブリトースパイシー。やっぱスパイシー好きなの。このハーブティーみたいなのいただこう。これもうまい。めっちゃすっきりする。やっぱ本当にこっちはお酒飲む文化がないんですね。聞いてみよう。お酒飲む文化ないんですかと。スリランカ people are no alcohol? Too much. More drink. More? Yeah, What? 80% drink alcohol. お店にアルコールがあまり置いてない印象。I get the impression that there isn't much alcohol in the store. Good impression, huh? Yeah. This shop, no alcohol. No. Yeah. In Japanese, many restaurant, alcohol. Yeah. Alcohol menu. You drink alcohol? No. Beer and wine and sake. こっちはあんま飲まない感じ。手でいただこう。Your child? 3. Yeah. What's up? What?
これもでもちょっとスパイシーやん。うまいな。確かにここうまい。ポテトチップスとやっぱり魚を食べるって、あ、なるほど、これイギリス領だったからフィッシュ&チップスや。スリランカ is England before、スリランカは昔イギリス領だったからフィッシュ&チップスがあるんですね。スリランカ used to be British colony. That's why they have fish and chips. The fish chips. No, actually, it's no using. Many using for the Ceylon tea. Tea. Yeah. British. British. Yeah. But They're British. yeah. 面白いですね。歴史をたどると面白い。トゥクトゥクいくらで買ったか今聞いてます。This tuk-tuk, you know, Sri Lankan rupees 7 lakhs. いくら？ Like in the dollar. ちょっと待って。2500ドル。US ダラー？ US dollar. 日本円にして38万円ですね。トゥクトゥクが。でも車に比べたら安い。Car is more expensive. Expensive. Valley Gama is good. Valley Gama. Yeah. Oh, this you? Yeah. Beach. ビーチの写真見せろ。ナイス。いや確かにね、おすすめいただいたこのお店めちゃめちゃ美味しかったですね。でもそれよりね、何より学びになったのが、一人でねこうやっていろいろ食べるのもいいですけど、美味しい店でやっぱこうやってね、一緒にこうやって友達になってご飯を食べれたことが何より美味しく感じたことだったなと、そんなことも学ばせてくれるんですね、このスリランカの旅は。今横でゲップしたけどな、まさに旅の近くですね。素晴らしい。いや、いいっすね。コミュニケーションって素晴らしい。英語喋れなくてもスマホの力でなんとかコミュニケーション取れて、こうやってご飯食べに行ったりもできる。ありがとう。いや Google か。そう、僕も YouTube もね Google がやってるんでね、もう僕は Google 様々です。2人で楽しく食べて日本円にすると3145円でした。それでは今からですね、おすすめのリーズナブルに受けれるスリランカのマッサージ連れて行ってもらいます。はい、ここに連れて行ってもらったんですけど、ここめっちゃいいって言ってるけど Google の評価はまさかの 2.3 でめっちゃ最悪なんですよ。私が今まで受けた最悪のマッサージとかね、マッサージして時間をごまかしたりすることができる世界で最悪の場所だから大丈夫か、もう行ってみるか。おすすめされたんでね、これもスリランカの醍醐味になるかもしれん。僕が塗り替えます。ほんまかな、めちゃくちゃ不安なんやけど、最後の最後にめっちゃぼったくられて終わるみたいなパターンやめてよ。セレクト。こんな部屋に通されました。なんか女の子選べって言われたけど、ほんま普通のマッサージやろな。何気にすごい気がある。何これ、ガジュマル？そんな名は通用せん。で、先ほどのお店ですけど、まあ正直に言うと全然健全な店じゃありませんでした。断るのが大変。まあでもコスパはいいんじゃないんでしょうか。興味がある人はぜひ。さあ、それでは入ります。まあちょっと高いですけど、今日は2500ルピー払うことにしました。いろいろね紹介してくれたんでね、その紹介料も込めてTomorrow, WhatsApp message. Yeah, okay. Okay, good night. さあ、帰ってきました。ヒルトンコロンボ。結構三菱車走ってんな。パジェロとかランサーエボリューションも走ってた気がしたぞ。でかい犬がおるな。あれはなんなんやろ。どうしよう俺。お、今11時ですけどまだなんかやってるな。おお、まだやってるやん。いいっすね。バーも盛り上がってるな。はい、おはようございます。今9時24分ですね。朝食食べに行きたいとこ、すごい廃墟かと思ったら建築中なんですかね。あれ
すごいですね。めちゃめちゃ建築されてる。ここ一帯生まれ変わるんですね、多分。すごい。生まれ変わるというか新しくなってって感じか。今日はね、実質最終日です。今日の夜中の12時45分の飛行機で帰国しますので、2時にまでここのホテル使って、その後はちょっとうろちょろしてから空港に早めにねちょっと向かいたいと思います。ラウンジであるのかな、朝食。朝食のね案内とか何もされてないんで、予想で行くしかないです。そのあたりがね結構このスリランカの各ホテルではありますね。説明不足だったりとか忘れてたとか。オッケーオッケーオッケー。ラウンジでも楽しめるし、レストランでも楽しめるということで、レストランの方行ってみます。そっちの方がやっぱり量が多いということで、その代わり人が多いってことですね。人も多いっていう。どっち選びますかみたいな。もう一回出た。ブレイクファストロビーレベル N。もうなんか言ってるな。ブレイクファスト。あ、いや、Thank you。やっぱ夜見るのと朝見るのとは全然見栄えが違いますね。どっから行ったらいい？それではね、ヒルトンコロンボの朝食を撮っていきたいと思うんですけども、これ全部一つ一つ紹介してるとね、僕の動画も10時間ぐらいになってしまうんで、今回ね別にホテル動画ではないので、ざっくりとなんかこんな感じのものがあるっていうところだけお伝えさせていただきたいと思います。ダイジェスト的にね。でヨーグルトとかありますね。ヨーグルトの種類も多いです。プレーンヨーグルト、ミューズリー、マンゴーヨーグルトとかいろいろありますね。サラダもあるし、これなんやろう、パンもありますね。上にひっそりとなんかストロベリーヨーグルトとかなんかちっちゃくしたスムージーのがある。バナナスムージー、ビートルート&ジンジャーというドリンクもありますね。でこの辺がフルーツですね。今ほとんどないけど、スイカとか多分今から補充されるんでしょう。パパイヤとかいっぱいありますね。はい、そしてこれがこれ何やろ、塩か、いろんな塩があるんですね。はい、そしてこれ何、ピザみたいな、卵焼きみたいな、エッグ&チーズピザ。あれオムレツもやっぱ作ってくれるんですよ。あーすげえ、ピザ窯もある。めっちゃうまそうやな。100種か全然わからん料理もいっぱいあります。この辺はよく見る朝食の料理ですね。はい、この辺ね。でこっちに来るとシリアル系ですね。またこれパン系ですね。ベーグルとかマフィンとかねあります。甘そうな感じですね。そしてジャムなんかも揃ってますね。はい、そしてこちらのパンの種類も多いしうまそう。そしてパンを焼くことできるし、ココナッツミルクがあるんですね。はい、そしてここ今ないけどオレンジジュースって書いてます。パパイヤジュース、デトックスウォーター、ウォーターメロンジュースとあります。ここはチーズとかおつまみ系みたいなのがあるな。チキンハムとかね。でドライフルーツもあります。そしてこっちはフレッシュブレンディッドジュースって書いて、シュガーフリーと砂糖入ってないもうフレッシュなジュースですね。めっちゃいいですね。でもなんか寿司みたいのもありますね。この辺はビーガンのマフィンとかキューカンバー巻き、おサラダのなんかこれなんか昔流行りましたね。忘れましたけど。はい、そしてねこうやってコーヒーとか、もちろんスリランカなんで紅茶もありますが、なんか結構いろんな人に取られてるな。みんな持って帰ってんちゃうの。はい、そしてこちらはおかゆやからこう中国の人かな、中国とか台湾じゃないわ、香港の人とかに向けて置いてあるんでしょうか。嬉しいですね。このアジアンテイストなものも置いてて嬉しい。チャーハンもあるし、ほらこの辺もやっぱ台湾香港とか人もよく来るんでしょう。結構な力入れて用意されてますよ。中国の人とかがね食べるものがないみたいな人もいるかもしれません。この辺ビーフヌードルスープとかね、この辺もね本当は日本の観光客が多くなれば日本食ももっと出てくるんでしょうけどね。でここがカレーですね。いろんなカレーがあります。これなんや、ご飯キッチンとかいろいろ謎のものがありますね。勉強になるな。ミルクライスまた出てきた。謎やな。この辺謎やな。この辺ちゃんとなんか日本っぽいのあるじゃないですか。ミックスベジタブルロールとかチキン照り焼きロールとか、こういうのはなんか一般的なんですよ。結構見るな。これ味噌スープあるじゃないですか。
さっき日本の人がもっと来たらとか言ったけど、ちゃんと味噌スープもある。これちょっと飲んでみたい。どんな味なのやろ。この辺はいっぱい鍋があるけど、これもカレーかな。これもカレーっすね。カレーの種類がほんまに豊富。マサラとか書いてる。わわわ。あの辺がなんか置いてあるのはスパイスなんですかね。いろいろあるな。これは何やか分からん。スジウプマ。聞いたことないのばっかりやな。オニオントマトアタッパムみたいな。何やねん。スリランカの人に怒られそうやな。全然知らんやんって言って。ドサって書いてる。ドサ。オムレツ頼もうかな。オムレツ。いや。通じたんかな。はい、今日はこんな感じで取ってきました。寿司みたいなやつとオムレツとなんか卵のピザうまそうやったんでそれ取ってきたのと味噌汁ですね。どんな味なのか。そしてサラダとフルーツですね。あ、ヨーグルトも後で取るか。バナナスムージーにパパイヤジュースとパインのフレッシュジュース。はい、それではね、最後の朝食になります。スリランカの毎日良質な朝食が食べれて嬉しいですね。まずはちょっとバナナスムージーで決めたいと思います。いきます。めっちゃ固まってるよ。固まっててなかなか入ってこんの。これちょっとスプーンですくう必要があるの。気を取り直してパインは固まらんでしょ。ナチュラルなパインの味がする。その後に引き続いて味噌スープいっちゃいたいと思います。どんな味やねんね。日本人の俺をごまかせるんか。いただきますよ。普通にうまい。若干塩分がきついような気がするけど全然日本と遜色ない。うまいですね。で僕前ジャパネットクルーズのね旅でも外国人で味噌汁をこう混ぜる文化がないみたいな、だからそこをちゃんと教育しないとそこに沈むじゃないですか。味噌というか濃い成分がもう自分でねもちろんかき混ぜましたけどうまいですね。まあその話は全然関係ないけどただ思い出したってことですね。海外で味噌汁を食べるっていうことが、あとね味噌汁飲んだ瞬間にこれ全然関係ない話なんですけど夢でこのシーンを見たような気がした。そういうのありません？なんかデジャブ感。なんかね僕一人でどっか海外行って喋ってなんか評価してる夢を大昔に見た気がする。YouTuber もやってない時にまさか一人でこうやって海外行くなんて思いもしなかった時になんかそんな夢を見た記憶が今蘇りました。大丈夫かな俺。このままどうなってしまうんやろ。そういうのありません？なんか全然関係ない話だからめっちゃしょうもない話だような気がするけどありますよね。なんか急にあれこのシーンなんか夢で見た気がするみたいな。そんなんが今ちょっと味噌汁飲んだ瞬間にこれ飲み干したらタイムリープするんちゃうか。何も変わらん。現代のままやった。箸が欲しくなるな。箸がなかった。でこの寿司みたいなやつも結構スパイシーなやつが多かったですけどスパイシーじゃないやつだけ取りました。だけうまいな。やっぱうまいですね。朝って帰国するとはいえこういう日本食っぽいの食べれるの嬉しいですね。言っても僕もう3週間ぐらいね遠ざかってるんでねまともな日本食から嬉しいです。じゃあオムレツ。オムレツもうまいな。ちょっと卵白の方が多めなオムレツですけどこれはこれでも全然うまいですね。柔らかくておいしい。でこの卵ピザピザ窯で焼いてるからめっちゃうまいな。でもうちょっと焼いてもよかった感じするな。ちょっとなんか冷めてる感じある。取るのが遅かったんか。でも全体的にはやっぱレベル高いところ普通にうまい。何も食べれんみたいな感じは一切ないっすよ。そうスリランカ全般に言えることですけどね。サラダも最高。いやー素晴らしいですね。あとはゆっくりちょっと楽しみたいと思います。はい、これにてですねスリランカの旅約1週間になりますけども、今日で終わりになります。今日の深夜に、飛行機に乗って、日本に帰国することになります。今回ねもともとは予定になかったんですけどもロイヤルカリビアンというね横浜から、
シンガポールまで行くクルーズ船に乗船させていただく機会があったんで、ついでにせっかくシンガポールに来たんだからどっかに行こうということで、行ったことがないこのスリランカをね選んだんですけども、調べてみれば調べるほど、いやここはもうコスパ最高の海外リゾートの一つになるんじゃないかなと。僕はベトナムでねニャチャンとかプーコクとかね、そういった動画を出してきましたけども、それに引き続く場所になるんじゃないかなとちょっと期待してきたんですけども、まさにねそういったコスパ最高リゾートとしてねふさわしいそんな場所だったなと思います。で今回はそのスリランカでもねいろいろとスポットがあるんで、全部行こうと思えばもっと行くところはあると思います。このスリランカにもうすでに行ったことがある人なんかは、いやなんでここ行ってへんねんみたいなところもあると思います。シーギレアロックっていうところだったりとか、スリランカの方からもねキャンディーっていうところに行ったかとか、いろいろとおすすめいただきましたけども、そこにはまだ行ってません。それはね、次回またスリランカ行きたいなと思ってます。結論から言うとね、もうリピートしたい、そういう場所です。はい、素晴らしい国だったなと思ってます。なのでおそらくまたリピートして、今度はまだ行ってないそのシーギリアロックとかキャンディーとか行ってみたいなと思うし、まだまだ経験してないこといっぱいあると思うんで、そこら辺も行きたいなと思ってます。で今回はねちょっとゆったりめな旅、約1週間いましたけども、割となんか敷き詰めたっていうよりはのんびり過ごしながらも、でも毎日違うことをしようみたいな感じでね、いろいろやりました。電車に乗ったりとか街歩きもしましたし、現地のカレーも食べました。マッサージも行きました。でマッサージもね、高級なマッサージから安いマッサージ両方受けました。でトゥクトゥクに乗ったりタクシーに乗ったりしましたし、電車にも乗りました。で電車のチケットはとりあえず帰りタクシーで帰るみたいなこともありましたし、ホテルも基本的に転々としてマリオット系を取ったり、このヒルトン系取ったりとか、普通のなんていうんですかね、そういうホテルグループじゃないところを取ったりとかしましたけども、全て良かったです。スーパーで買い物もしましたし、飲食店も割と幅広く行ったんじゃないかなと思います。まだまだね多分食べてないものとかもいっぱいあると思いますけど、で今回はビーチリゾートを中心にコスパ最高の海外リゾートということなんで、ビーチがあるところをね中心に今回撮りましたけども、ウミガメも見れましたし、本当にねハプニングがいっぱいありましたけども、そのハプニングも全てやっぱスリランカの方の優しさでいろいろとカバーしてもらったりとか、スリランカの人の特性だったりとかもいろいろ分かって、すごい良かったなと思います。でホテルなんかははっきり言ってめちゃくちゃコスパいいと思います。こういったヒルトンが僕はポイントで今回泊まりましたけども、2万ポイントで泊まれるなんてことは日本でいうとありえないですよね。日本だと一番安くても多分5万ポイント5万ポイントで泊まれることもほぼほぼないぐらいな感じだと思うんですけど、それが2万ポイントで、しかも今回ねたまたまこうやってスイートルームなんかにもね、泊まることができて、ヒルトンアメックスカード使ってダイヤモンドメンバーになってるので、朝食ついたりとかラウンジがついたりとかしてて、本当に素晴らしい、内容だったと思います。で何よりね移動手段がめちゃくちゃ安いですよ。電車なんかもねファーストクラスで730円ぐらいですか。でタクシーで帰っても1万円かからないみたいな、2時間もう昨日3時間ぐらい走ったんじゃないかな。3時間ぐらい走って途中でなんかコンビニに寄ってみたいな感じで寄ってもらったりとかしたのに8000円台で移動できたりとか、もう本当にお金そんなに使いませんでした。多分ウーバーとかそのクレジットカードで払ったお金プラス両替したのが3万円分なんですけど、それもまだ僕多分1万5000円ぐらい余ってるんですよ。でクレジットカードで切ったやつも1回ね1万円の高級マッサージ行ったから、それ入れても全部で5万円は使ってないと思います絶対に。そのシュノーケリングとかも入れて、でもホテルはポイントとかで取ってるんで、ホテル代をもし現金で取ったとしたらそれだともうちょっといくと思います。ここも現金で取ったら1万5000円ぐらいして、マリオットなんかも2万5000円から3万円ぐらいすると思うんで10万円超えると思うんですけど、ポイントで今回取ってるんで、ポイントは考えず現金いくら使ったっていうと10万円も使ってないと思います。海外にこんだけ1週間旅行行ってこんなにいいホテル泊まったら普通は30万から50万円ぐらいするんじゃないですか。でもし全部現金でやったとしても20万円はいってないと思うな。で飛行機代も実は安くて、僕今日買えるの香港経由なんですけど、キャセイパシフィックですよ。香港のフラグシップキャリア使って4万5000円ぐらいで取りました。これ奇跡的になんかいい便が見つかったんですけど、シンガポールからここに来るの2万8000円なんで飛行機代も10万かかってないんですよ。でこれは珍しいかもしれないですけど、そういうチャンスもあるということをお伝えしておきたい、だから結構コスパ最高です。でマイルで取る方がここは高くなりやすい気がする。マイルだと結構マイル使います。距離はあるんでね。意外とこのスリランカはマイルで取る
んじゃなくて現金で安い会社探して経由便で行くのがいいと思います。直行便もあるけど直行便だと結構やっぱ9時間とか多分乗るのでしんどいから、僕はあえて経由便の方がいいんじゃないかなと思って香港で乗り換えれば、香港までが何時間 ?2 時間半とか3時間とかで一旦香港で休んで、そこから香港から日本に帰ったらまた3時間半とかで帰れるでしょ。短いんですよ。いや香港までこっから2時間とかじゃねえか。調べよう。ちょっと今から調べますよ。嘘ばっかりだ困るな。ちょっと調べますねちゃんと。コロンボから香港まで5時間25分。どこが3時間やねん。嘘ばっかりやな。まあでも5時間やったらちょうどなんかベトナム着くぐらいの距離なんで、まあギリギリ大丈夫かなみたいな感じで、できればビジネス乗りたかったけどな。でそっから6時間ぐらい多分間あるんでラウンジで過ごして、香港から日本まで3時間50分ということで、今晩で0時45分のね飛行機に乗って日本に着くのが21時15分ということでね、1日まあ移動時間になりますけど、まあでも値段は安かったんでめちゃいいかなと思います。でまあ何よりね人が優しい、それにつきますね。もうトゥクトゥクのねお兄ちゃんと仲良くなったりとかってなんか世話焼きな人がやっぱ多いですね。でインドも僕行ったことがあって、インドも結構なんかああだこうだいろいろ提案してきたりとかするんですよ。けどインドの人は割と人を騙すみたいな人も結構いるんですよ。だから結構すれてるんですよね。スリランカの人は結構ピュアな人とかまだ多くて、ちょっとぼったくろうとしてくるぐらい、例えば1000円のものを1500円みたいな感じで言ってくる感覚、でもインドの人は1000円のものを普通に5000円とかでも売ってくるみたいな、まあ、そんな差があるんで、最悪ボラれたとしても安全な範囲がこのスリランカの人です。やっぱ素朴ですね。やっぱ島国なんでやっぱのんびりとした空気とかあります。だからそれがめちゃくちゃいいところですね。めっちゃいいと思います。海を常に見れる景色、そしてまたなんか今ずっと開発してるんでね、またいい感じになるんじゃないかなと思いますし、ビルもなんかすごいビル建ってるし、なんか浮いてるみたいなビルがあそこに建ったりとかしてるし、これからちょっと発展楽しみですね。スリランカの人のやっぱ人間性は僕はすごい好きですけど、まあ、ただ仕事ができるかできないかでいうと、まあ、ホテルの人の仕事ぶりを見ててもここまで詰めないといけない話やんみたいなところを途中でなんか詰めずに終わったりみたいな感じなことが多々あったので、まあ、そういう人種なんかなみたいな。最初はなんかこれやるよっていうか、なんかだんだんややこしい話だってしんどくなってきたりすると途中でもうなんかうやむやになるみたいな感じなところはあった気がします。日本だったらそこで終わらせないだろうみたいな。でもまあそれはそれでね僕はいいんじゃないかなと思いますし、まあ、島っぽいなって感じがしました。あとねやっぱ僕的にすごい刺激になったのは、トゥクトゥクのお兄ちゃんとかも頻繁に営業してくるんですよ。もう今回すごい営業されました。トゥクトゥクのお兄ちゃんもそうだし、例えばマリオットの時に荷物をこう運んでくれた人がタクシーもやってるから俺のタクシー使わないかみたいな感じで、そこで WhatsApp 交換して、もその WhatsApp にもずっとこう連絡来るし、Uber で昨日送ってもらったウェリガマからこのコロンボまで送ってくれたタクシーの日本語喋れるねお兄ちゃんもそこで WhatsApp 交換して、もうずっと今日空港まで送ってやるからもし必要だったら言えみたいな感じで、いやみんなほんと貪欲だなと思いました。やっぱりそれだけみんな稼ぎたいんでしょうね、稼がないといけないんでしょうね。いやそれは俺らも稼がなあかんよと、日本人の方々僕も含めていやそう思うけど、そしたら僕たちそこまで貪欲にやってんのかなっていうと多分やってないっすよね。僕もねまだ多分他の YouTuber さんと比べると案件お待ちしておりますとかねめっちゃまあ冗談かのように言ってますけど、まあそれを本気でずっと言い続けてるみたいな感じですよねこちらの人は。だから本当に1円でも多く頑張って稼ぎたいとね、家族のために稼ぎたいと。お兄ちゃんもねトゥクトゥクのお兄ちゃんも3人の子供さんがいらっしゃって、やっぱ子供のために稼がないといけないみたいな。だから明日も俺を使えみたいな、俺を使ってくれみたいな。いやその貪欲さはね学ぶところありました。僕たちもやっぱ今日本ねそんな安心してられる状況じゃないと僕は思ってるんで、やっぱ貪欲にいかないといけないなと。もっと案件ください。まだまだ足りないですよ。今度こういう動画撮るから僕使ってください。モーリーチャンネルで動画出しませんかみたいな。やっぱどんどん言っていかないといけないですね。だから皆さんもそうですよ。今やってる仕事給料が何しても変わらないからって諦めるのもいいかもしれません。でももっともっとなんか発想を変えてどんどんこう社長に提案していくとか、もっとなんか副業で新しいことにチャレンジしていくとか、貪欲にいくことも大事なんじゃないでしょうか。そんなことを学ばせてくれるんですねこのスリランカの旅はね。まさに旅は自己投資ということでこの旅を締めくくりたいと
と思います。まだねこの後ありますけど、余韻を楽しんでください。それではパッキングしたいと思います。最高な国でした。よかった。なんと昨日荷物ね預けた人に何時までレイトチェックアウトできるんやって言ったら2時までって言ったから、めっちゃ慌てて準備して今2時にチェックアウトしようとして、そしたらなんか6時までできるけど2時でいいのみたいな感じで、6時まで入れるんだったら6時までいたいっすって言って今また部屋に戻ります。だからあれか、掃除しに来たりしたのか、話が全然わからん。まあでも結果的にはめっちゃ優しい。普通ヒルトンで2時までってはずなんですけどね、なんか結構希望を出したんですよ。明日深夜便やからギリギリまでいたいみたいな。じゃあ6時まで戻らせてくれたみたいです。さあウーバーを呼びました。2分以内到着ですね。最後に雨が降ってきました。ミニバーの中を使ってないか確認するって言われたから、いやミニバー何も入ってなかったよって言って一応確認しますというか、僕が動画で撮影してたのを見せたら本当だみたいな。Only this one? Yeah, yeah. Thank you. よいしょ。さあ空港に向かいます。あっという間に着きましたね。ちょっと早く着きすぎたぐらいやな。サンキュー。空港に入るところでパスポートとフライト時間何時やっていうのを見せることになりましたね。なかなか珍しいパターンです。結構ねスリランカのルピー余ったんで戻してもいいんですけど、また来ると思うんで持っときますかね。2年前みたいにまた財政破綻したら紙くずになるかもしれんけど、それもいいでしょう。結構お店あるな。こんなお土産どこ来てるやん。すごい、これガネーシャ、ちっちゃいガネーシャ。これスリランカのお土産か。こんなのいいかな。タイと似てる感じもある。フルーツとか、この辺カフェか。結構お店あるな。思ったよりなんか活気がある。あ、セイロンって言ってる。ここもティーラウンジ。ここなんかおしゃれな感じですね。セイロンティーおしゃれ。こっちもセイロンティー。金の箱に入ったセイロンティー。チョコレート、これは。これもティーかと思ったら全部チョコとかクッキーなんですね。セイロンっていう名前のついたチョコとかクッキー。そういえば今日はセイロンティー飲んでないな。もうスリランカに馴染んだんで毎日セイロンティー飲まな落ち着かへんな。これどうなってんのこれ。いきなりチェックイン。なんか仕組みがわからんね。いきなり荷物検査どうすんの。チェックインカウンターみたいなとこにあるの。なんか空港のチェックインをもうする前にいきなり荷物通すの。そんなわけないよな。でもなんかそれっぽいな。一回荷物通してからセキュリティチェックに行くっぽいな。普通チェックインしてからその後に保安検査っすよね。だからチケットまだ発行されてないけど予約番号を見せるって感じだ。とりあえず行くか。保安検査のところにねさっきいたんで映せなかったんですけど、めっちゃ面白いことがあって、なんかどこまで行くんだって言うから成田かって言うから、いや羽田やって言ったら成田だろうみたいな感じで何回も羽田成田成田みたいな。羽田空港っていうの知らないみたい。成田はなんか分かってるらしく、何回も羽田って言ってくれみたいな。面白かったです。でやっぱあれですね、保安検査の後にチェックインカウンターありますね。で僕はキャセイパシフィックなんでどっかちょっと上で見るか。ちょっと早すぎると思うんですね。僕まだ全然多分ここに出てきてないと思うんですよ。12時45分なんでまだ8時のとかしか出てきてないから、全然まだまだやと思うんですけど出てこないな。一応と探してみるか。ちょっとやらかしましたね。普通チェックインまだやったらカフェとかで待っとくじゃないですか。僕深夜便やからまだチェックインカウンターが開いてなくて、それなのに保安検査通してこのチェックインカウンターに来てしまったから戻れないっすよね。だからカフェにも行けないんですよ。2階になんかカフェあるけどな。行けるんかな。多分行けないよなこれ。ちょっと探してみよう。普通になんかベンチしかないんですよね。あと多分 1,2 時間待たなあかんっぽいな。やっぱり荷物預けないとカフェのところに行けませんってさっき言われました。でも空いてへんのに言ってたら座って待ってろってしかもさっき立ち上がった瞬間に僕が座ってた席も全部取られてへんけ。はあ、最後までこんなに。い
やっと始まりました。エコノミーだけどワンワールドなんでこれでいきます。22キロギリギリでした。ラウンジも使えそうですね。はい、やっとチェックイン終わりました。ラウンジ行きたいと思います。ワンワールドね、サファイア会員なんでラウンジのチケットももらいました。ありがたいですね。上級会員になっておくといろいろお得です。いくらか払ったらビジネスクラスにできんかなって思ったけど、ちょっと聞くの忘れてました。まあエコノミーで帰りますか。さあイミグレーションを終えたらもういきなり店が出てきましたね。でラウンジ行きたいんですけど、ラウンジどこやろうね。お腹が空いた。バーガーキングあるけどラウンジにもあるでしょう、ご飯。香港行きまだ出てないですね。バーガーキング、店多いですね。セイロン、おしゃれですよね、このデザイン。アーユルベーダ、すげえ店あんだけ店なくて困ったのに急にめっちゃ多いやん。何これ、待つところにも用意しといてくれよ、お店ぐらい。こんなにあったんや。すげえ。ラウンジどこや。普通にレストランめっちゃある。レストランもお店もあるし、店の数だけはめちゃくちゃ多いかも。ラウンジの場所がわからんの。案内が全然わからん。ここかな。スレンディブスリランカンビジネスクラスラウンジ。さっきの違うな。あれはスリランカフォー。マジで全然店の多さが違うやん。スペシャルパッセンジャーラウンジと書いてるけど、インフォメーションセンターに聞くか。書いてあった。聞こうかなと思ったらここに書いてるわ。ゲストトゥアラリアラウンジ。これですね。アラリアビジネスクラスラウンジって書いてるわ。飯食うぞ飯。でもこの謎解きみたいな感じがやっぱ旅っすね。最近はね、やっぱ答えを求める人がめちゃめちゃ増えたと思うんですよ。すぐにこう簡単に。僕にもめっちゃコメント来るんですよ。一番おすすめの場所はどこですか、ここに行きたいんですけどどうしたらいいですかとか、いや調べてよみたいな、調べたらすぐ出てくるやんみたいなことをポンとこう聞いてきたりしてね。やっぱそういう感覚だとやっぱなかなか海外旅行難しかったりするじゃないですか。どこにも答え載ってないようなことを見つけ出していかないといけないから。これかな。パスポートも見せずに入りました。めちゃめちゃ広いし空いてるな。うまそうなご飯がありますね。すごい。うまそう。スリランカっぽい。うまそう。どれ食べよう。ココナッツレニールライス。うまそう。これ何？皿か。クッキーみたいのもあるし、おやつみたいのもあるし、サラダもあるな。ナッツもある。甘そうなケーキもあります。さあなんか食べよう。ラウンジの Wi-Fi めちゃくちゃ重いぞ。どないなってんねん。1メガもいかんやん。普通の空港の Wi-Fi の方がなんか早そうな気がする。ダメだ。使えない。さあようやくビールといろいろ取ってきました。なんかシンガポールのチキンとサラダとなんかくるみとカリフラワーとか栄養ありサラダとサーランライス。最後にセイロンティー飲んで帰りたいですね。じゃあいただきたいと思います。ようやく飲める。ライオンビア。うまっ。このウェットティッシュはマジでね、持っておいた方がいいですね。なかなかないんで。クルーズ旅行でもめっちゃ役に立ちました。何気に使えますね。2袋とか3袋とかスーツケースに忍ばしといてもいいぐらいですね。で、1つだけこう着るリュックとかに入れとくみたいな。いただきます。よくうまっ。サフランライスみたいなのうまい。ビールなくなってしまった。おかわりしよう。やばい、仕事してたらあともう3分ぐらいになってしまった。結構遠いぞ。端っこやんけ。そうかな。
ノーボーディング。これやな。ファイナルコール。危ねえ。で、なぜかまたここでも荷物検査するんですね。荷物検査めっちゃ厳しかったのに、終わった後に YouTuber みたいな感じ。いいねみたいな。ありがたいですね。53やから結構後ろやな。まさかの今のところ隣がいません。どうなんか。朝4時。Red wine. Yeah. 落としたがしました。次が空いててよかった。かわいい。スープのとこスイーツか。キャセルの多分飯って美味しいやつなんですけど、これちょっと甘辛いやつですけど、朝18時間後、スリランカで夜中の1時間2時ぐらいなの時間に食べるので、日本時間で5時30分するんです。仕事が進んでます。深夜便の時はご飯なくてもいいな。寝た。さあ乗り継ぎまでねあと約6時間以上あるんでラウンジで過ごしたいと思います。多分シャワーも浴びれると思うんでねゆっくり過ごしたいと思います。いや香港は都会っすね。もうなんか搭乗手続きとかなんかその辺もめちゃくちゃ早いし自動で、ね、全てが整ってる感じやな。素晴らしいですね。まだねゲートが決まってないんですよね。だからどこのラウンジが一番近いかわかんないですけどもう行っちゃいますか。ありましたありました。うわなんかすごい綺麗なラウンジですね。めっちゃ綺麗。綺麗なラウンジですね。シャワーもありますね。後で使いたいですね。このラウンジね何回も出たり入ったりしてもいいって言って反抗してもらいました。めっちゃ嬉しいですね。全然待ち時間も苦じゃないようです。さすが香港爆速や。それではねゲートが35番結構遠そう。全然遠いラウンジあって間に合うんかな。あと7分ぐらいで35番ゲート。すごいですね。530番まであるんですよ。そう考えるとそこまで遠くないんかもしれない。しかし長い待ち時間かなと思ったけどラウンジで過ごしてたもん一瞬でしたね。全然足りんわ。やりたいこと全然終わってない。ここやな30一番端っこっぽいな。ここのサファイアはここで並べるみたいですね。並ぶところがなんかこっちと右と前で全然違いますね。かなりデザインされてておしゃれになってますね。香港すごいな。もうチケットを見せず顔認証だけで入れました。すごい技術や。もう日本超えてるな。ジャンボジェットです。規模感すげえな。3列4列3列シートなんです。僕は窓側取りました。昨日席取ったんで多分隣いないと思うんですけどね。さっきから横に寝よう。
か混み合ってて出発が10分遅れるみたいです。早く帰りたい。Every day we are making up something new. I don't need a thing now as long as I have you. Oh, the look in your eyes got me feeling alive. いやー、日本に帰ってきましたね。ちょうど飛行機の中で CF さんになんかカメラのことで話しかけられてめっちゃ盛り上がりました。写真撮るらしくてオーロラ撮ってました。 YouTube 見ますみたいな感じでね、ありがたいですね。いかがでしたでしょうか。日本からね少し遠いものの、これはコスパ最強リゾートと言っても間違いない素晴らしいところだったと思います。治安もいいですし、いろんなことがリーズナブルに楽しめる。なんといっても高級リゾートが激安で楽しめるのは今のうちかもしれません。ぜひ皆様も行ってみてください。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告などを毎週ノーカットでさせていただいております。メンバーも続々増えておりますので、皆様の参加をお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでね、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルをチェックをお願いいたします。